どうも、ジャルです。今週もエボニープレイ配信を始めていきます。ということで、ちょっとね、開始が遅れてしまいました。すいません。はい、ということでですね、毎週定例のエボニー配信をやっていくわけですけれども、お品書き変更しよう。やっと来ましたね。タイトルにも入れたんですけども、はい、待っていた戦術研究の消費還元というところで、ちょっとね、バフが跳ね上がりましたというところのね、話をしていこうかなと思っています。よいしょ。はい、ちなみに、全然余談なんですけど、多分ね、これね、重要なやつなんで、アップデートですね。ちょっと PC 版はね、見れてないんですけれど、間違えた。PC 版しか見れてないんですけど、スマホ版見えてないんですが、バグあったじゃないですか、シャロンのタイミングとかでも。重大なバグ、相手の戦力が見えないっていうね、ひどいバグがあったと思うんですよ。はい。これね、治りました。少なくとも PC 版は治っています。はい。こんな感じでね、ちゃんと映るようになってましたと。週末時点では、もうこれ本当にひどくて、相手の戦力が見れなかったんですよ。こういうのね、ゼロって表示されてて。で、詳細をね、見に行ったら一応ここの戦力ってところにね、ちゃんと映るんですけど、このね、一回クリックしただけじゃわかりませんと。ね、だから相手のサーバーとかもさ、ね、これ今回敵のサーバーなんですけど、あの、見てもこの戦力が映らないみたいな状態になってて、ほんとね、しあのシャロンカタラヌームの戦い第一戦っていうね、めちゃくちゃ重要なタイミングで戦力が見えなくて、やっぱね、一回クリックするのが多いだけで、一手遅れるんですよね。もう本当にね、結構致命的なバグだったのに、なんか3日4日ね、治らなくてと。ちょっと、でも日本とゴールデンウィーク関係あるのかなようわからんけど、そう、激ひどバグが治ったようですと、少なくとも PC 版は治っています。で、PC 版で治っているからには、おそらくね、もしスマホ版でもまだ治ってなかったとしても、しばらく経ったら治る。もしくは皆さんバージョンアップしていただければね、治るんじゃないかなと思っています。はい、これもうめちゃくちゃね、重要な内容だと思うので、もう真っ先にお伝えさせていただきました。あ、ボーイさん、コンジャルは、あのバッグがひどかったですね。ひどかったですよね、本当に。あの、戦場まともにやれないんだけど、みたいな。はい、こいつはもうなんか燃えた後なのかどうかをチェックができなくて、でもその一瞬でね、ゴーストとかされちゃうんで、はい、もうほんとね、治ってよかったです。アティッシュさんこんばんは。神さん、コンジャルは前回配信ちょうど戦場時間なのでコメントだけしたつもりだったのにアーカイブ見たらコメント反映されなかった。あら、そうだったんですね。あいや、ありがとうございます。ありがとうございます。アーカイブ見ていただきありがとうございます。長谷川さん、こんばんは。そう、前回のね、配信が、水曜日で、ガウガメラのね、戦場とかがね、ある人だったらね、被っちゃってたと思うんですよね。そう。ただね、そう、火曜日ね、私、先週の火曜日はちょっと用事があって、やれなかったんですっかり忘れていた。冬月さん、こんばんは。カタラなんとか出てないので知らんとです。あれです。カタラなんとか出てなくても BOC、コンスタもし出てれば、コンスタでも多分戦力見えなかったかなって思います。いつからなかな金曜、先週のね、多分金曜からだった気がします。あ、吉田さん、こんにちは。コメントありがとうございます。お、バイキング。あれバイキング自分でレイド組んでたつもりだったけど、なんか倒してくれてたんだ。やっちまった。まあいいや。田中さん、こんにちは。久々のやりたいです。ありがたい、ありがとうございます。ちょっと土地に出させてもらっていいですか？今日はね、いつもの援軍入れるやつがないんでね、ちょっと土地に出してからね、終わりにしようかなと。
よし。はい。そんなところで、皆さんね、バージョンアップにより、ちょっとね、治ると思いますので、まだバージョンアップ来てなかったので、バージョンアップをお待ちいただいてになっちゃいますけれども、はい。致命的なバグは、治ったっぽいですというところなんで。ということで、前回ね、前回の水曜日、素晴らしき K37 の世界とは言ったものの、なんかね、もうそもそも K37 のうんちゃらって話特になくて特になかったんですよと。あ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これね、錬金術ショップね、久しぶりに来ましたね、錬金術ショップ。これで150になって、訪問がまだ60のところ OK になってないでしょ。確かね、さっき AC に60の人共有してくれてたのよ。これね、60で販売できる人にね、売るのが最高なので、60でね、共有されたやつ。59! これじゃねえ。あれいつだっけかな、なんか60のね、やつが共有されてたんですよ。これ忘れずにやりたいなと思ったんだけど。あれなんか、人の出入りが。ハイボー、誰だこれ。知らん人や。59コイン。まあ、59コインもね、十分なんだけれども。そう、カーナライトね、一回交換忘れちゃって、すごい交換レートね、損しちゃったんですよね。非常に残念です。全然見当たんねえや。見当たらないよ。この、なんか、除名云々よりも前っぽいな。遡れない？なんか、見かけた気がしたんですけど、150になってなかったんで、150になる前から交換しときゃよかったな。見当たんないや。諦めよう。59。まあ、いっか。とりあえず、大体ね、基本的に、あ、見つけ。わーい。錬金コイン。そう、大体ね、もうログインしたら、クレイジーエッグ真っ先にやるようにしてるんですけど、最近は錬金術ショップで訪問を見て、60の人にね、即申請を送るっていうのをね、やってますね。ヒカさん、コンジャルは戦術研究来たので、学者のタイトルもらって、ノラの紫アメリカ拾って待機したように、年発展が来ました。ノラの紫アメリカ拾ってってめちゃくちゃ素晴らしいんですけど学者のタイトル大丈夫ですか？持ちますか？ 24 時間とかじゃないですか。うちね、24時間で交換しちゃうんで、タイミングが重要なんですけど、しかもね、私、もらう前にね、もう来ちゃって、月曜日だったんですよね。で、昨日めちゃくちゃやりました。そう、戦術研究の時間やばいじゃないですか。ちょっと音大きいな。もうちょっと下げられるかな。今のトゥットゥトゥ、トゥットゥトゥ。よいしょ。ちょっと下がった。そう、時間がね、もう24日、まだレベルね、13なのに24日とかね、なんかこれを20にするときとかもうなんか40日ぐらいだったっけかな。もうもり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 スピードアップがね、減っちゃいましたね。まあそれに、足るだけの火力、なんていうかバフが上がるからいいんですけど。ヒカさん、うちは特に24時間でタイトル交換とかないです。あ、そうなんですね。なんか、うちは多分、まだあれなんですよね。その、実績の、これね、繁栄の実績の、この、私なんかはるか前に、上流階級、称号30回獲得する、これ終わってない人がなんか多いみたいで、結構ね、いろんな人が、あの、声を上げるし、ネガティブタイトルをね、ぶん回すやつもね、やってますね。あ、そう、土地をね、もう一箇所出したいんだ、もう一箇所。これもね、15をメモっておいたので、アッティラじゃありません。これ、ガイウス、私、3体いるんですけど、いつもね、このレベルが高い28じゃなくて、レベル低い方が優先されるんだよな。なんでなんだろうな。まあいいや。とりあえずね、とりあえず出しとこう。
ボイさん、野良で紫があるというのがすごい。うちは野良で残ってるのは緑だけです。いや、うちもそうですね。緑で、青もまだ余ってないですね。ヒカさん、タイトル欲しい人いなくて余ってる時もあります。あ、そうなんですね。もう、そういう時にはね、もう、生産量が上がるのを私ならやっちゃいますね。それはあれですね。声上げ得ですね。はい。タイトルはね、個人的におすすめなら前も話した気がしますけど、司祭。はい。これね、すべての資源の改善、生産力とか回復速度ですね。今はね、蛮族を殴ったりとかすると思うんで、司祭がね、一番おすすめですね。大臣も悪くないんですけど。よいしょ。野良の紫ヨーロッパもあったので、都市発展まで確保してます。あ、いいですね。いや、そう、いや、重要ですね。いや、素晴らしいプレイング。いや、そうなんですよ。私もね、本当は研究とかをね、見越して、アメリカとかもね、なんか一時的に変えられたりとかできたらいいんですけど、なかなか、そもそもあんまり枠がもうキツキツというか結構レベルを上げちゃってて、間違って取られたりしたら痛いなとかいうのも怖かったりとかして、でも紫が余ってる環境だったら青は落とせるよな。いいな。はい、なんだっけなんだっけそう。先日の研究から来たんだ。冬月さん、サーバー合併されると階級が一気に下がってモテる属性都市が減っちゃって豪華な野良属性都市がそこかしこにありますよね。ヒカさん、マージしたので半数の人がサブ捨てられないからかなと思います。ああはは、二人とも同じ、似た趣旨のコメントはやっぱそういうことなんですね。そう、サーバー合併されると、階級ランキングによる、やっぱり、属州都市がね、私みたいに VIP で、その属州都市を確保できない人は階級ランキングを目指してるので、そう、私もね、多分マージされると、まあ、私はマージされても多分大丈夫なはずなんですけど、あのー10位にはこそなれないものの、さすがに40位まで落ちることはね、ないだろうなとは思ってるんですが、よっぽどね、イニシエのサーバーでも私の方が階級ランキングが高いこと結構多かったので、大丈夫だと思ってるんですけど、そう、でも、大体の人はね、この、足してガッてランキング下がっちゃうんで、そりゃね、特殊都市が溢れるってのはやっぱありますよね。なるほど。それなんかマージしてほしいな。紫が欲しい、紫。はい。なるほどね。まあ、うちのサーバーも、もう、この9月で2年になる、9月か8月末かで2年になるので、まあ、もしかしたらね、そろそろマジかなとは思ってるので、ワンチャンあるのかもしれないな。はい。で、そう、研究のところ、今さっきまで話題に出た研究のところの、今ちょうどね、研究が終わらせようと思ったタイミングなんで、そのやりながらね、話をしていこうと思います。笹田門さんかな。はじめまして。うちは黄色と紫が将軍訓練用に開放されています。あ、コメントありがとうございます。初コメありがとうございます。あ、そう、うちもそうなんですよ。うちもですね、ちょっと前に、レベリング用の、サーバーをもうみんなで共有しようってなって、今のね、トップ同盟さんがね、あのードロップ、置いといてくれたんですよね。っていうので、この紫アラビアと金、これね、この1ヶ月、2ヶ月ぐらい前かな、にね、そういうのが出来上がって、まあ、たまにね、間違って取る人がいて、トラブルになるんですけど、うちのサーバー別に余るわけがないんで、あの、取らないでよっていう感じなんですけど、そう、こういうことをね、そうしてくれるとね、助かりますよね。はい。ただなんか歴史都市、赤文字らしいじゃないですか、でかいやつ。あれだと、なんかもっとね、なんかレベリング効率が良いらしくて、ちょっと歴史都市欲しいなって感じ
してます。冬月さん、私今その続集図書を殴りながら配信見てます。ああ、そうそう、ちょうどいい、ちょうどいいです。作業をしながらね作業をしながらの、見ていただくのが一番ちょうどいいと思います。ありがとうございます。はい、もう一個だけ閉じ出したいんで、もう一個だけ閉じ出そう。14、14のキー出したいんだけど、まあ、いっか、13で。今さっき13あったな。逃しちゃった。そう、ちょっとね、資源の消費、14でいいや。資源の消費還元的に、木とね、鉄がちょっと、キツキツで、この辺をね、優先的にやってるんですよね。さあ、研究のところの話に行きますということで、今、戦術研究のね、やつがもう2ヶ月ぶりぐらいに、やっと来ましたねということで、戦術研究ですね、今、私は、5289、巻物を消費しての17位になっていますと。なんか赤 Wi-Fi 出た。なんでカムイさん、うちのサーバーも時々歴史解放してくれてレベリングさせてもらってます。そう、歴史としいいですよね。はい。で、この戦術研究ね、一応私もう決めていて、もうランキングはどうでもいいんですよ。ランキングはまあ運が良ければね、そもそも絶対数で、40人はいないんですよ。まあ、これもね、だいぶ増えましたね。前は16位ぐらいまでしかいなかったのに、もう31位までいる。はい。まあ、とはいえ、まあ、大体、まあ、30位以内には落ち着くでしょうとは思っていますと。で、私はね、この自分のスコア、これが、この一番下のね、訓練スピードアップと、転移の巻物、この辺いらないんですよ。あのいくらでもこの辺余ってるぐらいなので。だからそれ以外のリワードがね、すべて確保できるぐらいまで育てて、また次のタイミングまでね、ステイしようかなと思っていますと。で、特に今は、私のその戦術研究がね、まだレベル計36相当なので、一番上なんですよね。だから一番上だから、その巻物の消費数が少なくて、結構こまめにやってあげないと、あげることができませんというところで、だいたいね、お助けがもう25超えたら、もう下手したら20超えたら、もうスピードアップでもう終わらせちゃうっていうのをね、やっていますと。っていうので、はい、貴重なね、機械なので、もうガンガン、もうスピードアップよりもね、まあ、バフ上げる方が重要ですということで、今は騎兵を上げまくってますと。はい。正確にはね、先週の水曜日に話した順番の通りですね、この縦に伸ばすためのその最低条件ですね、8ずつやんなきゃいけないということで、この整列1とか旗信号を、地、たしなみ、軍事キリス、ここをまず8にしました。からの、射撃兵の HP、アタック時の HP と防御をガン上げしました。からの、この、まだ残してた歩兵と騎兵のこの防御時のバフを上げました。まで行って、今度は、騎兵のね、モンスター関係のランキングに影響するかなとか思って、こっちのね、騎兵のアタック時のバフとか、モンスター攻撃時のバフみたいなところをね、今ガン上げしているというところになっていますと。で、合わせて、昨日ね、先ほどもちょっと喋った通り、王の対決の都市発展が来たんですよ。ということで、なのでね、昨日研究めちゃくちゃやったし、建設もね、やって科学院をレベル37にしましたということで、この画面にするならこっちにするか。はい、防御の進化をね、やっと、ずっと灰色だったんですけど、開きましたということで、昨日からね、今、研究をしまくっています、防御の進化。この辺のね、上の方は、まあ、とりあえずいいとして、まず縦に伸ばそうと
いうことで、この致命的な罠がね、8で止まっていたものを10まで上げて、そしたらこのコンクリート打設超ができるようになったので、これを12まで上げてっていうので、今どん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 上げてますと。で、今、歩兵医師の超も、お助け回数がね、30に到達してたんで、もうこれもう終わらせます。はい。これね、もう、その基準というか、次のサーバー戦争までに一番下まで終わらせたいんですよ。なので、結構ね、高速で今上げてます。傭兵ありがさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、ということで、1分待ちですね。で、この射撃兵石超強いんだけど、これ。これ、さあ、これさ、これね、射撃兵石超が今レベル9ですと。で、その1個上、射撃兵石上。これね、レベル12で、上がり方23%なんですよ。レベル12で23%なんですけど、この射撃兵の石超は、もうレベル10の時点で24%まで行くんですよ。もう超えてくるんですよね、こいつね。はい。これ強いですね。この上がり方は最終的に70%ぐらい上がるやつじゃなかったかな、みたいな感じしてますね。いやー、非常に素晴らしい。はい。想定よりもバフが、HP とね、防具のバフが上がりそうで、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい。ということで、ここでね、コンクリート挫折が12で止まったんですよ。で、こっから先はね、全部12にしないといかないんですけど、これ12にした段階でまた全部ね、灰色になるのかなとは思っていますと。で、この上がり方でいくと、そう、K37 になったら、違う、K38 になったら、これ16まで上げられるようになって、K39 になったら20まで上げられるようになって、K40 になってやっと25までいくという感じなのかなと思っていて、そう、ここだけでね、70%も上がるということは、そう、K40 の城とかって、防御のバフ、なんか1300とかあったりするんですよ。やっぱこういうとこ効いてんだなっていうのがね、分かりましたね。はい。ちょっと40%ぐらいしか上がんないかなとか思ってたんですけど、もう全然これも上がり方が素晴らしくて。はい。というので、この辺ね、まだ7日とかの90、賢者の人もね、91個とかしか必要ないんで、このね、レベル12を13にするよりも、まあ、ちょっともうすでに大変なんですけども、まあ、こっちの方がね、まずはこの一番下の騎兵と、工場兵器まで上げる。何よりも、この戦いへの道ですね。これね、これを上げることで、サーバー戦争のね、サーバー戦争により参加しやすくなるので、これをね、できれば今週中までに、下まで行って、サーバー戦争に、臨めたらいいな、みたいなのをね、ちょっと思っていますと。まあ、ただね、なんていうか、この伸びしろがめっちゃある状態でサーバー戦争をやってもなと思うので、まあ、今回のね、サーバー戦争も相手強そうなので、その雰囲気を見てね、やばそうならちょっと、控えめにして、バフを上げることに専念しようかなと思ったりはしてますと。カムイさん、K30 などで可能な研究すべて昨日終わらせちゃいました。ゴールド5尾以上飛んでいきました。おお、すげえ。K30 の研究全部終わったんですね。素晴らしい。いや、そう、これね、研究終わったら、あげたくなるじゃないですか。そう、だからちょっとね、兵のバフは急いであげるんですけど、それ以外のところはちょっとゆっくり。まあ単純にね、賢者の石もちょっとずつ厳しくなってきてるのと、まだこっちのね、デバフがまだ残っているので、少しね、賢者の石をバランスとって調整しながらやっていこうかな、みたいには思ってます。はい。まあ、そんな感じで、まだね、HP と防御のバフの伸びしろは全然あるんですよ。全然あるし、全然あるんですけど、そう、この射撃系のね、バフは上がったんですよ。っていうことで、ちょっと昔のね、ログと、ちょっと、
見比べたいなということで、昔の、あれか、これかな。はい、334M の北方の蛮族を殴った時のね、バフと比べてみるとね、非常にわかりやすい。これだと見づらいから優勝。はい、これは、4月10日、前回蛮族が来たタイミングですね。はい、なので、およそ1ヶ月前ですと。1ヶ月前に蛮族を殴った時の、攻撃力が1256、防御914、HP939 という感じでしたと。はい。で、今日ですね、もうついさっき、もう9時50分、本当についさっき、殴ったやつがこれで、はい。K30 なのにね、なって集結も増えてるので、部隊総数も増えてますと。で、負傷兵はそんな大差ないですね。ただ、ここ、攻撃力が1277、防御力943、HP1004% ということで、いや、上がりましたね。これもう嬉しくてしょうがない。今ちょうどね、科学院37の HP の方をね、今先に上げてるから、こっちがね、跳ね上がってますけど、これからね、防御も上げていくので、はい、防御もね、もう30%ぐらい伸びるかなと。そう、アタックするときってやっぱ防御力大事なので、もう最初にね、相手の攻撃をかいくぐって殴らなきゃいけないんで、そう、防御力と HP 重要だと思ってるんですけど、だいぶ上がりましたね。いやー、嬉しい。嬉しいし、嬉しいし、もう強い人たちはより先に進んでるんだっていうのがね、よくわかる。もう早く研究したい。研究したいって思ってます。研究したいけど、このね、軍事研究もうまだまだね、もう伸びしろで溢れてる。ですけど、とはいえ、とはいえ、巻物とスピードアップの数も限りがあるので、このリワードがね、交換できる範囲で止めようっていうね、鉄の意志で我慢しようかなと。まあね、2ヶ月耐えたんで、消費還元イベントね、来ないと言い続け、2ヶ月ね、耐えた私であれば、これはもう途中で止められますと。はい、ということで、あとね、2日間ですね、今日合わせて2日間になってますので、皆さんね、もうやっと来た、この消費還元イベントをしっかりね、もう計36以上になってる人、軍事研究所を立ててる人は、今のうちに、研究をね、しっかり、していただくといいのかなというところです。はい。ということで、うちもね、サーバーも待ってる人多かったと思うんですよ。やばいですね、みんな。桁が違う。ここに映ってる人たちね、みんな、計38以上、39とか40の人ばっかりなので、そもそもね、1回でね、要求される、巻物の数が多いから、上がりやすいのかなというのもあるんですけど、まあ、それにしてもね、みんな、ここぞとばかりに研究をしまくってますね。はい、私も、5000でね、ちゃんと還元のやつマックスまで行って、5.3K なんですけど、それでも17位なんで、みんな頑張ってるなというところです。はい、同盟が2つしか見当たらない。やってるな。あ、MNM が1人いた。はい、ということで、このね、この戦術の研究のね、戦術の巻物の、還元だけじゃなくて、このスーパー強化のやつとも、ルーも、はい、もうなんかいいのしかないんで、はい。まあ、だから6000、7000ぐらいかな、の、スコア、キリがいいスコアのところで止めようかなと思っていて、一応ね、射撃は終わらせましたと。で、次ね、騎兵終わらせて、あとは、とにかく数をこなす形で、進めていこうかなと思ってます。なので、安いのからね、行って、あの、その最初のうちはね、安いんで、たくさんね、やればやるほど、得するかなと思っているので、なるべくね、スピードアップはまだ余ってるので、数をこなしていこうと思ってますと。で、ゴールドがやばいですね。ゴールドもだいぶ、減ってきているので、まだまだストックあるんですけど、いや、ほんとね、こっちか。これね、
はい、ベイヤールとケルベロスが常設になって本当に良かった。マジで。こいつらがいるおかげで、だいぶその研究とかね、建設とかがしやすくなったなって思ってます。そう。で、この7月でね、計40の、上限が計45まで伸びて1年になるはずなんですけど、またそのタイミングでね、緩和みたいなのがあるのかなっていうのはちょっと気になってますね。はい。特に一番気にしてるのはこの消費還元イベントとかの一段増えるかどうかですかね。はい。もう、計40以降になってる人結構増えてきてて、うちのサーバーでもめちゃくちゃ増えてて、ってなると、もう 20B なんて1個建設したら終わっちゃうみたいなんですよね。はい。この辺がね、一段増えると、もう全体的に一段増えてくれると、非常に、なんというかみんなはかどるんじゃないかなというところで、そうそうね、こっちのキャップも開放してほしいなって思ってます。冬月さん、次も2ヶ月後かもですね。次2ヶ月後だときついんすよね。それがね、マジでそれだけは勘弁してほしいんだよな。規定路線に戻ったと信じたいです。はい。順調にいけば、3週間にね、1回来るはずなんで、またね、3週間後に会おうぜって思ってます。ささたもんさん、スピードアップが尽きてしまいました。いや、スピードアップはもう本当にケルベロスをひたすら勝ってないとひたすらケルベロスを勝ってても足らないって言ってましたね、やっぱり。強い人は。来ちゃいましたか。いや、そうですよね。足らなくなりますよね。ケルベロスを買いましょう。もうひたすらケルベロスとパンを借りましょう。はい。そんなところで、研究がね、やっときましたと。あ、マノさん、コンジャルはコメントありがとうございます。あとは、あとはなんか良いことあったっけな。そう、研究を、縦に伸ばすよ。その後、バフを上げていくよ。で、この軍事研究所も騎兵を上げていくよのところぐらいですかね。うん。話した。はい。私はね、まだスピードアップは余裕があるんで、スピードアップね、もう無駄遣いしまくってるぐらい余裕があるんで、まだまだストックあるんでいけそうな気がする。カミさん、スピードアップなくなりますよね。犬ころ絶滅さすまで借り倒しました。そう。やっぱり。いや、そうなんですよ。だからうちもやっぱね、ケルベロス結構ね、勝ってますね。まあ、もう一つの同盟にね、ヒドラとか、レベル高いやつ全部取られちゃうんで、まあ、その間にね、もうケルベロスをひたすら借り続けるっていう、もうレベル1でも構わないから倒しまくるっていうのをね、今やってますね。いや、ケルベロスはほんと重要。ケルベロス重要なんだけど、もうこの、家事製造製造のスピードアップだけ余ってくんだよな。こういうのさ、交換させてほしいよな。別の、別のスピードアップに、転生させてくんないかな。もう製造なんかしねえよって、トラップもこんな作らねえよってなってんだけど。こういうのちょっとどうにかしてほしいな。ただタモンさん、うちは上位同盟が借り尽くします。いやー、そう。いやー、うちもね、今ちょっと、同盟の、ランキングのところがちょっと勢力図がちょっと変わっていて、うちが2位になっちゃったんですけど、1位同盟がまあ、カルワで、だいたい絶滅しちゃうんですよね。だから1回あたりのね、ダブルドロップ率を上げる方向に今シフトしたり、まあそもそも、モンハンがね、の価値が低下しているので、最終と探検
遺跡探検をね、増やしたりとかいうので、ちょっと調整してるんですけども、難しいところですね。マロさん、ケルベロス繁殖させたい。いやー、そう、ケルベロスな、私はまだね、レベル2までしか無傷で倒せないんですけど、そう、2をね、ちょっと繁殖させたいですね。3もそろそろいけるかなと思うんですけどね、まだちょっと微妙そうで、怪我したら嫌で、試してもいないんですけど、バフ上げたらやれるのかな。まあ、なんか、無理する必要がないので、いつも、ケルベロスさんとか無視しちゃって。お、ラボタートル6がいる。あー、でも今倒せる人いないかな。はい。そんなところで、回復が終わりそうなんで、ちょっとこれを、でももう面倒だけど、こまめに入れ替えて。このうちに強制労働しよう。いや、強制労働も、やっとね、1回で、6M を超えましたね。これ1回で 6M 超えたので、あの同盟総動員の強制労働のクエスト120、240ポイントの、120M、違うな、12M 回収しろみたいなやつがあるんですよ。あれが超楽になって、寝る前に強制労働をかけます。強制労働のクエスト取ります。強制労働します。起きた時に強制労働しますで、確定でね、クリアできるっていうね、非常に素晴らしい状態にやっとなりました。はい、これをね、目指してましたということで、やっと、やっと 6M になったぜ。カムイさん、ぜひブリーダーになってたくさん繁殖させてください。頭が3つあって食費が大変そうですね。ケルベロスちゃんはちょっとコスパがいい子なんですけど。はい、ということで、そうだ、イベント関連のね、ところの話をしていこうかなと思ってますということで、よし、OK。これでお助けで全部達成できる。さあ、何のイベントから話をしていこうかな。まず、PC 限定の話になっちゃうんですけど、またね、後家の栄光のイベントが来ましたね。なんか毎回ね、なんだ、行軍みたいなやつは、なんか新しくなってるんですけど、この城はね、いつも通り一緒ですね。このなんか情熱の共演とかいうやつも、これも新しい気がする。はい。はい。城は新しいのくれないけど、その行軍とかはね、新しくなりますというところで、今日でね、毎日ログインしていると、金曜日から始まっての5日間目になります。はい。で、これね、10日間ログインすると、合計でね、アレースの地とか、めちゃくちゃもらえるので、はい、非常に素敵なクエストになっております。ジュエリーボックスももらえますね。ラブボックスか。ジュエリーネックレスじゃなかったわ。はい。で、このね、ラカンの高家草園は、すでに持ってるとね、これなんだっけな、アレースの地かなんかがアイテム出てきたかな。はい。これね、すでに持ってるからやんなくていいやってやるのはもったいなくて、もうぜひね、PC 版でね、ログインしていただくといいかなっていうのと、480まで行くとね、またエピック歴史の名称の、チケットがもらえるので、おすすめです。もしね、PC ないよっていう方は、もう最悪満喫に行ってインストールしてそこでログインしてデータを消すっていうね。てか満喫はね、自動でデータ消してくれるんで、はい。そういうね、プレイングもね、可能かなとは思いますと。で、まあ、エピックね、歴史の名称、だから若干しょぼいんですよ。そう、プレミアムとエピック歴史の名称の明確な違いがあって、このエピック歴史の名称、明確な外れがあるんですよね。映ってない。あれ、映ってないぞ。このエピック歴史の名称さ、あ、
これは、違う、エピックの書だからいいのか。歴史の名称ってついてるから、一応ちゃんと、名前のあるやつらがついてくるね。なんか酒場に出てくるような金色が出てくるやつもありますよね。こっちは一応エピック歴史の名称なので、まあ、それなりのやつが出てくるんですけど、まあ、酒場で出てくるやつとかも結構多かったり、まあ、そもそもね、外れが多いので、ちょっと難しいですと。ただね、今ピックアップされてるフリックなんかは、ちゃんと確率が上がってはいますと。はい。ただね、私別にフリックいらないんですよ。そんなにね、たくさん将軍あっても育てられないんで、っていうのでね、今まだエピック歴史の名称の控え書と合わせて食べてます。はい、私はね、ちょっと射撃の将軍が来るまでね、ちょっとステイをしてます。ヒカさん、リワードうまいのはわかるんですが、PC で入るのがめんどくさいのでやってなくて、やるべきですかね。やった方が、あのーただログインするだけでも十分もらえる気はします。で、できれば、放置してね、寝る前に PC 立ち上げて1日放置して、ね、寝ると、まあ、8時間です、8時間。8時間で、最後まで行けますし、最後まで行かなくても、こっち、私はね、途中の経路のリワード、結構重要だと思ってて、この栄光の金枝とか宝石、戦績の宝石って結構レア度高いと思うんですけど、この辺くれるんですよね。まあ、ビビたるものなんですけど、でもそもそも1日で、4個ぐらいしか手に入らないやつなんで、金枝とかって。私はね、この金枝が欲しくて、ついついこれをね、これが欲しくて、嘘だな。これ欲しくては嘘だな。私、通常よく PC でやってるから、索的に便利なのでやってますけど、これがね、美味しいんで、個人的にはおすすめですね。はい。めんどくさいっていうのはもちろんわかるので、あの、寝る前にログインして、まあ、放置っていうのがね、おすすめな気がします。冬月さん、フリック可愛くないですよね。いやー、どうだろう。人によるとは思います。思います。好みは人それぞれな。なんというか、綺麗な顔立ちはしているけれども、その持ってるものを含めて魔女感がありますよね。ただフリックめちゃくちゃ強くて、こいつ制約の全体に有効なやつで行軍速度があるんですよね。こいつを持ってるだけで行軍速度プラス15%も上がるんですよ。これね、めちゃくちゃ強いと思います。めちゃくちゃ強いと思います。ただ、ちょっと、またね、なんか制約って、募集されるやつの将軍、しょぼい説。はい、今回も。まあ、テオドラとかはいいと思うんですけど、何でしたっけこのトリウムスでしたっけこのエレクトラとか出る状況において、これを使ってる人ってどれだけいるのだろうかっていう状況と、あと、ナールとかね。ナール多分見た目も相まって使ってる人少なそうな気がするんですけど、はい。彼らをわざわざね、ベンチに出さなければいけないっていうところはあれなんですけれども、それを差し引いてもね、この行軍速度アップ、これだけでも非常に価値があるので、はい。比較的、比較的欲しい感じではあります。まあ、けど、歩兵は私育てられないんで、いらない。いらない。いや、ただでくれんなら欲しいけど。はい、っていう感じですかね。はい。ってことで、後家の栄光の話からそれちゃいましたけれども、はい。まあ、非常に手間だと思います。なんか満喫行ってまでっていうのはちょっと微妙な気はしますが、家にね、PC があるんであれば、ちょっとだけあるのでもね、まあ、それなりにいいアイテムがもらえるので、個人的にはおすすめです。はい。私はもう栄光の金枝が欲しくてしょうがないです。はい。続いて、同盟ソファ、いつものやつが来ましたね。同盟全体でのクエストをクリアして、50まで到達すると、今度ね、あの青天井のポイント争奪戦たくさん、
なんていうか、通常プレイをしっかりたくさんプレイすると、このランキングがどんどん上がっていくよと、はい、いうやつになっていますということで、はい、珍しくうちの同盟は結構早い段階でですね、スーパー強化のタイミングとかってこれ簡単に達成できるんですけど、スーパー強化とかがないとなかなかね、その同盟全体で5000回装備強化をしろっていうやつがね、進まないですけど、今回はなんかすぐ行きましたね。はい、これみんな大丈夫かな。私は青装備とかでたくさん叩きましたけど、関係ないところで、なんか無駄遣いしてないかがちょっと心配になっちゃいましたが、はい、今回は、比較的早く、このね、青天井戦に行きましたということで、この状態になるとね、この同盟走破栄光宝箱っていうのが、もらえるんですけど、この中に入ってるやつ、なかなかいいんですよ、ラインナップ。はい、だからね、これ本当にね、おすすめです。はい、私はね、同盟走破大好きです。で達人目指す旅は、これはいつも通りですね。繁栄ポイントのやつは活躍度で、もらえるやつなので、活躍度120まで。まあ、毎日しっかりね、プレイしてれば、達成は容易なんですけど、このね、そもそも取り忘れる、このクエストをね、受領し忘れるっていうのが発生しがちなイベントなので、こう毎日リセットなんでね、これ気をつけてください。はい。で、まあ、流れで激得イベントでいっか。はい、激得イベントですね。みんな大好き消費還元ですね。はい。消費還元3連続。皆さん、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。そろそろね、息切れするかなと思います。4月の1週目、4月の3週目、で、5月1週目、まあ、4月のラスト近くで、資源、同時資源ということで、実質資源の消費還元3連続ということで、私ね、鉄だけちょっと、やっぱちょっと枯渇していて、まあ、10B はね、今週のユミルかな。まあ、ユミルも、なかなかその、上位レベルは枯れない気はするんですけど、しっかりレベル1とかレベル2を狩ることで、安全資源箱がね、毎日サプライズボックスみたいなのが35個、2日間で70個もらえるはずですと。で、それ込みで、おそらく 2B 近くは一応行くかなと思っているので、まあ、そこでね、10B 達成見込みでありますと。で、それができたら、これね、戦勝記念塔。戦勝記念塔がもう、特性マックスのやつ3人同時に所有する、もう達成しているので、あとはこれもね、リソース、ぶっ込むだけですと。今はね、この赤マークが出ちゃってるんですけど、もう全部開けてもあなたはもう全然、建築できないよっていう風に言われちゃってるんですけど、まあ一応ね、毎日のバーブ殴りと、ユミルで、このね、着工して終了までね、いけるかなと思っています。はい、というところで、3回連続ね、10尾達成っていうところで終わりにして、とはいえ、できれば20尾やりたかったんですけど、ちょっと20尾はね、無理そうですね。はい、次の1ヶ月後、またね、資源消費還元来ると思うんですけど、そこは10尾にして、その次に20尾達成するっていうね、プランになりそうだなっていう、当初の計画がちょっとずれてね、やりそうな感じがしてます。神さん、ぜいぜい、はあはあ。ボーイスさん、10B を2連続で達成して、手持ちの資源箱 2B 台まで減りました。いや、そう、私もそうでした。もう本当に、カツカツになっちゃって、なかなかね、大変ですよね。そう、自力の生産力とかがないと、ちょっちょっと大変。まあでもね、まだまだ、あと今日入れて1週間ありますんで、皆さんね、しっかり頑張っていきましょうというところだかなと。はい。で、王のパーティーは、私基本的に関係ないんですけれども、なんか、城が手に入るよっていうのと、ギネビアってやつがね、手に入る。もうこれが欲しいんだよな、これ。
もう絶対手に入らないんだけど、絶対手に入らないんですけど、さっきのギネビアさんね、担当官シリーズの中でも特に欲しい。はい、彼女ね、貯蔵庫なんですよね。貯蔵庫に置いとくだけで、駐屯射撃兵の攻防が35%アップして、敵の、射撃兵と工場兵器の防御 HP が15%ダウンするって、これめちゃくちゃ強い。まあ、めちゃくちゃ強いけど、景気は高いみたいなね。はい。で、皆さんいいなと思いつつ、まあまあ、みたいな思ってます。ボーイさん、レベル35の建物とかどうやっても資源箱使うからね。そうですね、レベル35はもう本当に、この辺を上げると、もうだって、車上とかを36にしようとすると、もうそれだけで 2.5B とか必要なんで、どれだけストックしておけるかなんですよね。大変すぎる。ゆうつきさん、前回の王のパーティーで小野の妹子を手に入れましたよ。ああ、小野の妹子。あれなんか、小野の妹子のネタなんか前もあったな。おめでとうございます。小野の妹子もなんか素敵な担当感あったですよね。火事場か。歩兵の HP が15%アップし、敵の歩兵と騎兵の防御 HP が12%アップ。強い。もうなんか弱いこと一切書いてない。で、この担当官シリーズって特性上げても確か強いですよね。行軍速度がプラス10%。偉い。で、火事場の担当官、すぐの時、防衛時、射撃兵と工場兵器の防御力15%、防衛時、射撃兵と工場兵器の HP プラス15%。へえ、強い。まあ強いけどね、なかなかルーンをここまで上げられる人はね、もうなんか、そういう人は多分 K44 とかの、めちゃくちゃ上積みの人たちでしょう。いやー、小野美子も、妹子おめでとうございます。はい。まあ、オーナーパーティーはいいとして、私、そう、今日なんかね、リワードあんま取ってなかったんで、ついでに見ていこう。スーパーエンブレムパッケージ。はい、ちょっと中はよく知らないです。エンブレム、なかなか手に入らないから、こういうの欲しくなる気持ちはわかりますということで、まあなんかね、無料の宝箱毎日もらえるんで、やったっていう感じ。戦術研究はまあ話したからいいでしょう。この辺は何もないんでスルー。限定セール。はい。まあまあまあ。で、聖なるナインディンですね。はい。毎日スケール42個だったかな。モンスター討伐で1日あたり42個ぐらいね、スケールが手に入りますと。で、イベントモンスターからは落ちないので、ヒドラとかね、あのユミルとかパーンみたいなやつから落ちないけれども、ケルベロスやベイヤールとかなら落ちますということで、あれからも落ちないかな。バイキングからも落ちなかった気がする。お、バイキング倒してくれた。やった。ちょっとこれ召喚しとこう。さすがにね、ヘルモードのバイキングは、もう30からちょっと倒せないですね。そう。20、29までは倒せるようになったんですけど、ちょっとまだ厳しくて、お願いします。聖なるナインディンが出たのが、確か3月な気がしますと、で、4月、5月と来て、次6月ですかね。次の、まあ、およそ、3週間後、4週間後あたりの、このね、イベントのタイミングで、また新しい真珠が来るかなと思います。基本的に3ヶ月に1回ぐらいのね、ペースで、真珠が増えているので、またね、新しいのが来ると思うので、この真珠のね、品質を上げるやつ、これを、交換を考えている方は、次のね、真珠が来た時に、すぐ解放したいのであれば、ちょっと400をね、残しながら、意識しながらやってもらうのがいいのかなと思いますと。はい、ということで、ナインディンもね、もう多分2回目3回目ぐらいだと思うので、そう、多分次かその次あたりに新しい真珠が来ちゃうと思うので、はい、皆さんね、真珠スケールのストック具合についてはちょっと気をつけていただけるといいのかなっていう感じですかね。はい。もういざという時の戦術の巻物、ここで交換できる。
のでね、困ってるぜはここでも交換できますよと言いつつ、真珠スケールね、1日42個ゲットできるとは言ってるものの、そもそもドロップ率があんま高くないし、落とすモンスターもね、限られてるので、もう見た目より集まらないんですよね。もう本当にめちゃくちゃモンハン頑張んないと、その、マックスで集められないので、これはね、結構計画的に貯めながら交換していくのがいいかなって思ってます。はい。で、基地の旅ですね。これもいつものイベントなので、細かいところはいいかなと思います。一番重要なのは、はい、ここです。40回まで1個目の限定商品が当たらない場合は、次回は必ず獲得できますということで、天井システムがあるので、40回回したら必ずこの150個ゲットできるので、迷わずに、回しましょう。40回は最低でも回しましょう。はい、ということで、私はこれで20回目かな。これ何回回したっていうのが出てこないんだな。出てこないや。はい。まあ、今ね、5日目なので、はい。で、資源採集からね、毎日モンスターから40個、資源採集から10個手に入るんですけど、資源採集がね、レベル13以上みたいな書き方されてる通り、ちょっとね、ドロップが渋かったりするので、結構資源採集をちゃんとやってないと手に入らなかったりして、私ね、全部集めてないんですよね。毎日50とまでは集めてないので、そう、だから38が多分これちょうどいいですね。だいたい1日2、3個サボってるみたいなね、そんな感じにはなってますけれども、まあ、そういうペースでも、モンスターハントだけね、しっかりやっていれば、全然期間中に40回回せるので、はい、アレスの地、貴重なので、皆さん集めていきましょうって感じですかね。はい、この辺はどうでもいい、どうでもいい。どうでもいい、どうでもいい。はい、過去の秘密ルーレットですね。はい。まあ、これはもう基本的に当たらないです。一応なんか0.1%とかはなってるけど、これなんか当たってる報告見たことない気がします。はい。栄光の金枝1500が欲しいです。もう、精錬刀もちろん欲しいんですけど、精錬刀もちろん欲しいんですけど、多分無理ね。これ、絶対出ないでしょ、これ。金枝くれないかな。はい。一応ですね、毎日無料で弾けるので、皆さん忘れずに弾きましょう。はい。ジュエリーネックレス普通に嬉しい。はい、ちなみにこのセイレーンって確かあれセットバフのやつですよね。セットバフだよな、セットバフ。装飾で見るよりもこっちか。アクティブスキルだっけな、城の飾り。あ、セイレンとトワイライトを入手したからなんか違うかな。えっと、城の飾りで、なんかセットバフがね、確かあったんですよ。どっかから見れたと思ったのに忘れちゃった。あ、これだ。装飾の組み合わせ。あ、桜流し。あ、なんか全然違いそうだ。精錬となんちゃらって関係なさそうな気がする。はい、関係ありませんでした。なんか、このセットバフが有効になるなら欲しいなと思ってたけど、多分違うんで、どうでもいいですね。はい。皆さんこれ知ってました？これ、装飾のやつのね、この右上のこの巻物みたいなのをやるとね、あの、実はその行軍とその城をね、セットで持ってることでこのバフがつくっていうね。まあ私あんま関係ないんで、見ないんですけど、はい。強者はきっとこういうところもね、しっかりこの所有してアクティベート系、研究と同じ持ってるだけでお得みたいなやつなんでね、皆さんきっと揃えてるガチ勢はこういうのコンプしてるんだろうなと思いつつ、はい。関係なかったです。さあ、続いていこう。過去の秘密ルーレットはそんな感じ。昔のね、イベントのやつが当たりますよっていういつものイベントです。いつも、まあ、久しぶりに来たかな。で、大河内の報酬もこれもいつも通りのイベントです。なんか適当に。はい、毎日ね、5回やれるので、回収していくのがいいと思います。
今日でね、25個のこのリワードがもらえるかなと思います。で、ハンザ召喚。これもね、よく忘れてしまった報告をいただくので、はい、忘れずにね、控えましょう。はい、特にね、今回は資源の消費還元イベントを連続で来ていますということで、今、ちょっと厳しいなっていうね、資源をね、交換するのがいいと思います。で、このセール週間カードですかね。これも、なんかいつの間にか来るようになったやつ、発したスピードアップですけど、ただでもらえるものはもらっておきましょうというところですかね。もう私はもらい終わってるので、なんか、引き続きみたいな、なんか謎の単語になってます。で、名称セールの、これね、名称ホールか。はい、これ、いつの間にかね、登場した3週間前、4週間前ぐらいから登場したこの名称ホールですね。アレースの地のクエストをやらなくても、今日で、毎日やってると、今日で、50になりましたね。装備10回とか、将軍10回強化みたいなのとかね、いくつか条件があるんですけど、はい、イベント終了までね、まだね、7日もあるんで、この名称ホールのクエストはかなり優しいですね。はい、エピック歴史の名称引換書のかけら。かけらなんでね、ちょっとあれなんですけれども、はい、かけらをね、配ってくれるっていう優しいイベントになってますというのと、ログインギフト、これも毎日ね、もらえるやつです。あと、王国補給所ね。王国補給所も、毎日この左上からもらえますし、なんか知んないけど、1日2回とかもらえるときあるんでね、この名称ホールに赤ポチがついてるときは、この王国補給所の可能性が高いのでね、しっかり見ていただくのがいいと思います。ということで、11時になったんで、そろそろ、今日バイキングチャレンジやってくれんのかな？やるかな？バイキングチーフラリーって書いてあるから大丈夫、大丈夫。オッケーオッケー。はい。バイキングラリーちゃんとやりそうだ。はい。で、あとね、イベント系で大きな変化です。これはね、ツイッターの方でもつぶやいたんですけど、先に行こう。今まで軍隊の招集だったイベント、同じアイコンで名前が変わりました。名前も中身も変わりました。全軍戦備っていう名前になりましたね。はい。今回の金曜日から全軍戦備っていう新しいイベントにこれが変わったのか今回だけなのかが非常に気になっていて、私お知らせ残し忘れたかも。あるあった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 。はい、これね、金曜日に来たお知らせです。全軍戦備イベントを開催いたしました。イベントに参加してたくさんのリワードを注したチャンスがあります。この辺はどうでもいいとして、イベント期間中クエストを達成する豪華なリワード、戦備ポイント、指定ポイントを達成するとエピック歴史の名称の引き換え。やっぱエピック歴史の名称の引き換え書か。アレース地の結晶などのレアアイテムが含まれるポイント新着リワードを入手できます。プレミアムじゃないんだよな。すべてのリワードはイベント終了する前に君主さん自ら受領する必要がありますということで、この文面からは今後ずっとなのか、戻ってくるのかわからないですが、軍隊の招集がね、もしかしたらもう今後来ないのかもしれません。で、その代わり、だいぶね、内容が優しくなりました。これね、まだ受け取ってないんで、受け取りながらやっていきましょう。デイリーログインを1回する。はい。で、ワールドマップから 50K 採集する。もうこれもある程度のレベルがあったらもう速攻ですよね。で、将軍を10回強化する。この辺もね、余裕ですよね。レベル1以上のボスを5回倒す。これ、どうしたんですかね、この優しさ。これ、落差やばくないです。これ、本当にこれどういうことなんだろうって、出てくるサーバー間違えてないかなって思うんですけど、軍隊の招集って、私がゲームを始めた時から、1年半ぐらい前からあったやつで、なんか知んないけど、T12 の兵をたくさん作れ、T13 の兵をたくさん作るとか結構えぐいこと書いてあったんですけど、それがね、このイベントに変わって、いきなりレベル1以上のボスを5回倒すですよ。この優しさ、どうしちゃったの？で、同盟25回寄付する。はい、もうこれが一番めんどくさいまである。1回のね、連続寄付
で、なんだ、そのスキル発動側のところが寄付できないときって、マックスでも13回しか寄付できなくて、はい、なんか1日1回しかログインしないよっていう人、これクリアできないんですけど、はい、このね、同盟に25回寄付する。まあ、寄付することじゃね、簡単なので、はい、4時間以降後にもね、しっかりログインして、最低でも1日2回ログインしてるという感じなんですけども、それさえできればね、簡単な同盟25回寄付。で、合計1万ジェムを使う。これはね、人によっては厳しいかもしれないけれども、まあ、それなりにね、イベントをクリアしてたら、まあ、1万ジェム毎日使うのって、そんなに大変じゃないというか、クレイジーエッグで基本的に1万毎日手に入るので、クレイジーエッグで手に入ったやつをこれで使ってねっていう感じだと思いますと。私みたいに最小毎日ね、20やってる人とかは速攻達成するものなので、あんまりね、大変じゃないかなっていう。で、兵士をね、1万人訓練する。これもね、レベルと問わないんで、T1 を1000人作ればいいんですよ。私まだね、やってないんですけど。っていう感じで、1日あたり、今350、計算めんどくさい。やめよう。10、20、30、70だった気がする。40、50、60、70、そう、70。1日あたり、70ポイント獲得できるようになってますと。で、課金をして、課金をすると、この初回購入特典の30ポイントとか、ジェムを2万5000個購入で30ポイントみたいなのがつくんですけれども、無課金であっても、70ポイントかける、7日間か。7日間 ?8 日間かな。そう、8日間。そう、8日間だった気がします。7×8 で560ポイント、毎日やってるとね、560ポイント貯まるので、この540まで行くんですよ、絶対に。で、これが、書いてあったやつですね。お知らせに書いてあった名称の次戦宝箱伝説ってなってますと。で、記載あるんですけど、エピック歴史の名称の引換書、あるいはアレース値の結晶を選択して入手できますということで、これはね、好みだと思います。アレース値の結晶がいくつかにもよるんですけれども、アレスの血が多かったら、なんか酒場だとか、なんかね、展示場にもいないようなエピックが出るよりは、もしかしたらアレスの血が良かったりする可能性もありますと。プレミアムじゃないんでね、ここちょっと悩ましいかなと思いますが、はい。とはいえ、エピックの歴史の名称がもらえるという。ただね、で、課金をすると、今度ね、安全資源箱ウルトラレアが200もらえると急に跳ね上がるんですよ。これやばいですよね。200で、アレースのうちも40ももらえる、ヒューボックスも80もらえるということで、課金すると、なんか急に大盤振る舞いになるっていうね、仕組みになってますと。はい。運営さんの課金誘導あからさまになってないですかねっていうふうのを思うのと、これさ、絶対に、その、1年以内のサーバーだと思うんですよ。もう、ある程度進んだ、1年以上進んだサーバーで、このレベルのクエスト余裕すぎて、で、リワードが、っていう感じなんですよ。この日々のリワード、ルーンとか10個とか、強化石10個とか、舐めてるのって感じしません？なんかね、間違ってると思うんだよな。私もこれ今回来たのバグなんじゃないかなと思ってるんだけど、はい。で、冬月さん、軍隊の招集が来てくれないと製造達人認定書が。ヒカさん、でも製造達人認定書が。はい、その通りなんですね。ですね、私、正直このイベントになったのは、どちらかというと、個人的には、ネガティブな意見よりです。あの、これによって達成できるっていう敷居は下がって、クリアできる人増えたかもしれないですけど、私、どちらかというと、軍隊の招集をクリアすることが一つの目標として頑張ってきていたので、はい、ね、軍隊の招集で、毎回ね、イベントで40個ぐらいかな、製造達人認定書がもらえてたんですけど、製造達人認定書をもらえる場所をもうバイキングだけになっちゃったんですよね。これなんでなんだろう。なんでこんなことしたんだろう。はい。もう製造達人認定書は今のところ手に入るのがバイキングだけになりました。これまでは軍隊の招集でももらえたんです。で、
レベル1、2とかまでは別になんかそんなにレベル高くなくても頑張れた気がするんですけど、はい。で、私なんかはね、50個、50のクエストまではいけてたんで、で、70のクエストができてなくて、70のクエストをできるようになるのが 20B 消費ができるタイミングというところで、私、ね、この 20B 消費を目指している一つの目標は、軍隊の招集の完全クリアと合わせて、まあ、これも達成して、兵の増強とリワードもたくさんもらおうと。で、さらに言うと、この実績の反映にある、はい、これ軍隊の招集イベント、すべてのクエストを10回クリア。これをね、目指してたんです。これ死ぬほど大変だなって思ってたけど、達成してみたいなと思ってたんですけど、はい、もう10分の0で終わりました。という感じで、ちょっとね、その敷居を下がったのは優しいものの、少なくとも、なんていうか、1200、1300とかより前のサーバーにとっては、簡単すぎるんじゃないかなっていう。で、かつ、このエピック歴史の名称の引換書、これでね、学費とか出た日にはさ、ちょっとブチ切れません？ねえ、壁とかに将軍するでっかい鉄球持ってるやつとか出てきても、ブチ切れません？それだったら製造達人認定書が良かったよってなる気がして。はい、ということで、ちょっとねあの、なので、これはね、引いた時のアレース値の結晶がどれぐらい入ってるんだろうっていう。でも、少なくとも、マックスにここ40ってあるから、もう正直もらえて10かなっていうのを思っていて、ちょっとね、なんか、って思ってます。まあ、安全資源箱ウルトラレアがね、40来るのは、これはまあまあいいとは思うんですけど、はい。ということで、なんか、敷居が下がったら、リワードも下がったよって私には見えていて、製造達人認定証欲しいマンとしては、ちょっと残念。はい。な感じになってます。まあ、ただね、これに変わったおかげでということで、多分喜んでる方もね、いらっしゃると思うので、まあ、あんまり酷評するのもあれかなと思うんですけれども、はい。そんな感じで、バイキングチーフを忘れていました。まさか。で、そろそろね、研究が30超えたんで、研究も終わらせよう。ちょっと研究もやらさせてもらって。人がね、たくさんいる時間帯狙ってね、やんないともったいないんでね。21分ぐらい待とう。てってでーん。2分ぐらい待とう。はい、そんな感じで、いや、そうなんですよ。これ、もうね、速攻ツイートしちゃったよ。先週の金曜日。はい。軍隊の招集はってなって。そう、はい、ちょうどお助けをしてくれた人がいて完了したので、こっちじゃない。てっててーん。ほい。まあ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 、はい。ちょっとこれが今後も変わるのかどうかみたいなところはね、すごく気になりますし、なんか最近、その運営って多分フィードバック待ちみたいなところがあると思うんですよね。なので、まあなんかチャットとかでね、意見をしてもいいのかなとは思います。はい。少なくとも、1年以上経過したサーバーにはちょっとこれは優しすぎるんじゃねって優しいし、日々の報酬が少なくなってないっていうのがね、ちょっと気になるところかなとは思います。はい。で、もう一つ気になったのは、王の花道も変わるんじゃないかをね、ちょっと危惧してたんですけど、さすがに大丈夫でしたね。普通でした。はい。王の花道はいつも通りでした。個人的にはですね、王の花道こそ考え直してほしくてもう軍隊の招集はぶっちゃけあのままで良かったんですよ。はい。なんていうか、
まあ、T13 をね、50万作れとかね、ちょっと大変だなとは思うものの、まあ、なんか別に、今まで良かったかなと思うんですけど、王の花道こそ5日目にね、闇市あるのマジでやめてほしくて。王の花道ね、5日目にね、残り3日間しかない状況で、闇市で100回買い物しなみたいなね、出てくるわけですけど、市場をね、K36 にしたら、もう闇市で、大体ジェム支払いなんですよ。まあ、死ぬほど散財することになるので、もう王の花道達成できないんですよね。基本的には。あの、同時にね、200回クリアみたいな、この辺出てくる文明の夜明けだってかな。で、200回闇市で買えってやつがあるのと同時の時以外はちょっとクリアできないなってなっちゃって。じゃないと、ジェムの無駄遣い感がやばくて、やりたくなっちゃったんですけど、はい、大野花道が今回変わりませんでしたと。はい。正直ちょっと、どちらかというと、大野花道の方を変えてほしかったなというね、感じはしつつ、まあ、メフメタはまだね、持ってない勢とか、市場のレベルが低い方はね、闇市100回そんな大変じゃないので、はい。まあって感じです。はい。全軍戦備はこのままに、軍隊の招集を復活。2つ、イベント立ててくれるっていうのがね、一番いい回だと思ってます。メルコスさんおつじゃる様です。昨日ツイッターフォローいたしました。七しは私です。はい。実はですね、先週、偵察なんちゃらのイベントの話をコメントしてくださったのを覚えていて、なんか上限160みたいなコメントされてましたよね。はい。七しさんもしかしてメルコックさんかなと思いながら見てました。はい。そう、私のとこね、やっぱ結局、偵察なんちゃらのイベント来てなかったんですけど、はい。偵察なんちゃらの上限は160でしたみたいなツイートを見て、フォローバーしました。そう、基本的にね、エボニーのツイートをね、してくださってる方は、フォロバーを、まあ、何もコメントしてない方とかはフォロバーしてないんですけど、はい。エボニーのことをつぶやいてる方はね、フォロバーしているので、そう、フォロバーさせていただきました。そう、偵察なんちゃらってやつもね、まあ、いずれ来るのかなとは思ってますが、まだね、うちには来てないですね。はい、次いで文明の旅ですね。文明の旅、無料分を今日まで、毎日やってると、今日でこの累計公開数がね、5回に達すると思いますということで、ゴードのラダーで1回引けますよという感じですね。はい。金色。はい、HM 石材。今まで一発も一回もしたことないんで、そろそろ一発もしてほしいな。というところで、まあこれはね、まあいつも通りの、お祈り、お祈り無料1回なので、まあ、特段言うことはないでしょうというのと、あと北方からの侵略者ですね。はい、レベル5の 334M を、結構ね、楽々クリアできるようになったので、効率が上がりまして、今、5日目にして、何ポイントだっけ。はい、426ということで、まあ、いつも通りね、500M までやろうと思ってたんですけど、今回は順調に進んでますね。サーバー戦争前までには、完了させておけると楽かなと思ってるので、はい、水曜、木曜で、完了かなとは思ってます。まあ、その後もね、毎日10回殴って、リソースうまうまするんで、はい、しっかり稼いでいきたいなと。で、まあ、おそらく、この辺のね、バフを上げていくことで、まあ、今、いろいろね、構成を変えてるんですけど、なんか、怪我する組み合わせみたいなのもね、見えてきていて、やっぱね、余計な、その T12 が多いときは、そんな怪我しないんですけど、T13 無駄に増やすと怪我増えてっていうのとかね。はい、これ1万人だと怪我しないんですよ。これ今2万5000、なんか波数を T13 で埋めたときと、で、さっきはいつも通り T13 を1万だけみたいなね、そういう時にはもう怪我なんか全然しないんですよ。こっちか。はい、54人ですよね。はい、っていうので、ちょっとずつね、構成を変えて一番得なのどれかなみたいなのをね、今やってますと。バフがね、上がったりとか、部隊の
人数が増えたっていうこともあってね、ちょっと変動していて、で、なんていうか、必要以上の戦力を送ると、むしろ怪我する、怪我人が増えるっていうのがね、なんかそういう謎の仕様になってるので、私が今やんなければいけないのは、T12 の射撃兵を増やすということがね、急ぎだなって思いました。はい。T12 の射撃兵が、そもそも130万しかいなくて、あのなんていうか、余るんですよ。これが多分 T13 だけで160とかね、あるのであれば、なんか余計なね、T13 射撃兵1万も入れる必要もなくなるんですけど、T12 の射撃兵足りなくて、で、これがね、足りないって何かっていうとね、防衛の時も困るんですよね。戦場の時とかも、射撃兵殴りに行くと、防衛する時の防衛部隊いなくなってるんですよ。はい。ということで、前からね、構造バグって言ってるやつ。で、そう。で、本当は本当は、今回の資源還元のタイミングで、この辺のね、兵を増やそうかなって思ってたんです。はい。その中間層みたいなところをね、ちょっと増やして、レベル3出したっけまあ、いっか。はい。増やそうって思ってたんですけど、まあ、軍隊の招集ないじゃないですか。なんか、今別兵、なんかたくさん作る必要あるかなみたいになって、軍隊の招集、もしかしたらまた復活するかもしれんしな、みたいな、にね、なってます。はい。ちょっと、どうなるんだろう。どうなるんだろう。まあいいや。はい。ということで、北方からの侵略者ね、強くなれば強くなるほど、お得度が上がる、楽にクリアできるお得度も上がるっていうね、素敵なクエストで、今ね、大好きなイベントですということで、次はね、720%のなんだっけ、314M かなのね、城をね、倒せるようになりたいなと思ってますと。そんなところ、はい、じゃあ、イベントセンターのところも見ていきましょうということで、見ていこうというところなんですが、バイキングの方が今召喚してくれたので、レイド立つの的、取った。ありがとう、レックス。はい。では、イベントセンターを見に行って、運勢占いですね、また来ましたねということで、これさ、昨日、これ、ね、毎日、モンスター50、資源採集50落ちるんですけど、なんか昨日、なんか10個足んなかったんですよね。はい。まあまあ、いいや。毎日無料でね、1回と、あと最初の10回だけ、毎日80でちょっとお安くなってますという感じです。で、今回ね、大当たり枠はパラスのお色直しになってますと。はい。名称スキンサンクチュアリの伝説パラスということで、この確率はね、0.03% になってますというところで、でも私ね、持ってないから当たってもしょうがないんですけど、はい。まあ、これ系ね、当たったことがないんで、当たるといいなと思ってますというぐらいで、はい。はい。毎日ね、その80回のやつを回していると、今日でね、この50回スピンの、あれになりますと、天井になりますという感じですと。おい、ちょっと召喚は先にさせてもらって。よいしょ。ヒカさん、蛮族334の次は502がおすすめです。あ、そうなんだ、502。502ってバフどんなもんでしたっけ？なんか、そう、314ってバフ高いですよね。720だっけかな？ 502。502の方がおすすめなんですね。ありがとうございます。なんか、見つけるのは大変だからいいや。ちょっとそれはメモしとこう。メモしとこう。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。334の次は502。ありがとうございます。500、レベル5って、なんか、入れてなかったっけな。いや、もう終わっちゃったんだよな。
あ、ありがとうございます、ヒカさん。502の、バフは580、580じゃ、あれですね、314、確か720%とかだったんで、なるほど。確かに502の方がいいですね。いや、そう、今、ちょうどね、HP と防御のバフがもりもり上がっているタイミング、かつ、次ね、私、エレクトラ覚醒するんですよ。今ね、限界突破、ステージ9の2なんですけど、残りアレースの、かけらがね、110個必要なところで、110個、やっと貯めることができたんで、次のね、来週金曜日かな、来週の金曜日からまたスピードアップの還元と、この騎士の地の、還元が来るんですけども、そのタイミングでエレクトラを覚醒させようかなと思っていましてというので、ここでね、そう、跳ね上がる予定なので、そう、バーブも次のレベルに進みたいなと思ってたんですよ。ということで、314かと思ってたら502がいいということで、ありがとうございます。じゃあ次502行こう。ほい、そんなところで。運勢占い毎日100やってたら今日で、10回占い100をタダでやれますね。田中さん、覚醒おめでとうございます。ありがとうございます。まだしてないけれども、もう覚醒書くということで。はい。もう早く来ないかなって思ってます。続いて、錬金術ショップ。これね、難しいと、よく、コメントをお寄せいただく、はい、錬金術ショップですね。まずね、活躍度150までクリアするのは若干大変ですね、というのと、あとは、ここの売るボタンとか人に売るのね、仕組みがよくわからないっていうのをね、よく伺うんですけど、もう迷わず60になるべく近い人に売りましょうと。もう58、59、60の人に売るというところですね。ここの売るボタンは無視して大丈夫です。ここの本日の買収価格が58、59、60ならいいですけど、それ以外はね、ここの売るボタンを見ちゃダメです。見るのは訪問とか、AC とかの共有のやつをね、見て、なるべく、高く買い取ってくれる人に売りましょうねというところで、このさあ、錬金コイン、自動で消滅するって書いてあるのに、今回ちょっと残ってた気がするんだよな。はい。これ残るのかな、なんか残るなら、貯めておいて、このダブル属性エンブレム次戦宝箱欲しいんだけど、バグで残るのかどうか、これすごく気になっていて、はい。消えちゃうのはもったいないんで、この戦術の巻物とかね、交換した方がいいんですけど、残るのであれば、このダブル属性エンブレム次戦宝箱が欲しい。はい、ちょっと、わからんのですが、はい、こちらね、城が手に入るし、この肖像がね、もらえますという話もあるんですけども、はい、個人的なおすすめ、はい、エンブレムがね、ちゃんとシーンに特化した、エンブレムがもらえるようになっていて、これがね、普通に強いので、おすすめですという感じですかね。はい、一応、この錬金コインの説明ね、に見に行くと、消えるって書いてあります。このね、下の方に確かあるんですけど、あった。これ。はい。このフラスコみたいなね、三角フラスコみたいな絵が描いてあるやつ、錬金コイン。イベント終了後、自動的に消えてしまいますってね、書いてますね。はい。私の記憶が確かだったらしばらく残ってたんですけど、むしろ今回始まった時にまだあった気がするんですけど、消えるらしいんで、ちょっとご利用は計画的にというところだと思います。はい。まあ、これはね、基本的に自分が60コイン出るかどうかゲーな気はします。はい、これ、なかなかね、あの難しいイベントかなというので、まあ、なんていうか、毎日なるべく高い人に売ればいいんだな、引き換えスタワーで忘れずに交換するといいかな、みたいな感じだと思います。
冬月さん、同盟ボスを殴ってもらえるアイテムも消えるって書いてあるけど残ってますよね。同盟ボスのやつって消えるって書いてなかった気がするけど、どうだろう。というよりね、同盟ボスのやつって、アイテム持ってないんですよ。この1295ってあるんですけど、このライオンハートのやつって、この特殊なとことかにないんですよね、同盟ボスのアイテムって。あの場所専用でしか見れない謎のアイテムになってて、ライオンハートのなんちゃらって、自分たちのアイテムボックスに来ないんですよ。で、消えるっていうのはなかった気がする、同盟ボスは。はい、そうですね。一応、ここで見たところでも、王家の銀血の騎士団中したり、同盟ボス機械書ショップでアイテムと控えられますとしか書いてないので、これは多分消えないんじゃないかなっていう感じがしますね。そう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 。なので、違うやつな気がするな、それ。同盟ボスは、そう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 。そう、同盟ボスはね、大丈夫な気がします。でもなんか、そう、たまになんか消えるって書いてあっても消えなかったりとかするので、まあなんかこの辺いい加減ですよね。不思議なんですけど、単になんか、パラメータ用意しておいて、自動で消える設定入れときゃいいだけなのに、なんか、消えたり消えなかったりするの結構、なんか、あの、感覚的に意味がわからないんですけれども、はい。まあ、はい。謎にランダムだな、みたいな。あの、これとかね、ギフトカードブルー。前回のイベントでね、イベント終了後に消えてしまいますってなってますけど、なんか残ってますね。はい。イベント終了後の定義がとても広いんでしょう。まあ、大体一応次のイベントが始まる前には消えたりする気もするんで、あれなんですが。のんのさん、こんじゃるは、60の錬金が昨日と今日連続できてびっくりしました。申請がいっぱい来ます。ああ、いいですね。おめでとうございます。そう。60を引けると、その、売った時の販売価格のやつでもね、コインがもらえるので、60引く、60を期間中になんかもう2回とか引けたらすげえ得するはずなんですよね。いや、いいですね。おめでとうございます。サタモンさん、同盟ボスは類似的ですね。必死こいて文明装備が見えてきました。ああ、おめでとうございます。そう、同盟ボスによる、この文明装備については、よいしょ。これね、3300集めるのは、ランキング乗らない前提でいくと、個人リワードでね、毎週130もらえるので、はい。これね、ある程度のパワーがあれば、負傷者を出しながら、スタミナを消費しながら何回も殴ることで 6M 達成可能なので、130集められますということで、毎週130集めると、確か6ヶ月かな。6ヶ月ぐらいで、この3300はね、いきますということで、はい、半年に1回ね、この、ランダムで文明装備もらえるチャレンジがね、できるかなっていう感じになってますと。で、このね、ランキングがね、バグっているので、200位から100位はもらえないんですけども、ね、もう本当に致命的なバグだと私は思ってますが、101位から200位だともらえないんですが、100位以内に入ると、追加でね、15個ライオンハートのバッジがもらえるので、これで、5ヶ月ちょいとかに確かなるんですよ。はい。でも50位以内に入れるともっとということで、加速していくので、はい、同盟ボスはね、しっかりランキングを狙って頑張っていただくのがいいかなっていう感じがします。はい、私は今ね、100位、あとちょっとで多分安定かなと思っていて、T14 騎兵を増やしたいんですけど、リソースがなーってなってる今日この頃でございます。さてさて、まあ、オークションはいつも通りですね。オークションなんかね、VIP ポイント、なんか VIP ポイント、とりあえず、はい、入っとこう。なんかね、40万とかなってたんだよな。VIP ポイント。あれ、落札したのかな。落札いくらになったんだろう。マジで、ほんとぶっ壊れてんなと思ったんだけど。
26万。30万超えてるやつなかった？ないか。はい。そう、この名前の人だ、この名前の人が釣り上げてたんだよ、価格。モポックさん。はい。26万で、ビップポイントを落札してますね。で、この方、もう一個の方もなんかぶち上げてて、それ40万ぐらい言ってたと思うんですけど、はい。いくらなんでも無駄遣いだと思う。いくらなんでも無駄遣いだと思うんですが、まあ、はい。ビップポイントね、オークションで買えたらラッキーということで、私は10万以下ならとりあえずチャレンジしてます。のんのさん、最近魂の伴侶の時間短縮方法を知って今までで一番の嬉しい情報でした。伴侶ですね。あれですよね。この魂の伴侶で、あ、違う、ヘレンじゃない。私今ね、シシなのよ。これね、挨拶をして、これ1分待ちなんですけど、このね、この謎の時空に、あつ森時空に飛んで戻ってくると、リセットされててすぐやれるんですよね。はい、この1分。これね、今59秒ですよね。これね、この理想の国の時空に行くんですよ。戻ってくるんですよ。見ると、なんか知んないけど、1分過ぎてるんですよ。これね、時空がね、歪んでますね、これね。そうそうそう。私もそう、これ、そういえば私の配信で言ったことないな。そう、以前ですね、DSN チャンネルさんの、なんか、ライブ配信かのタイミングでね、この話が出ていて、そう、試して本当だーってやってたんですけど、みんな知らなかった。じゃあやってよかった。マジか、知らんかった。なんだって、謎の歪み、そうだ。冬月さん、理想の国じゃなくてマップ切り替えでもいけます。マップ切り替えでいけるんだ。私、なんか理想の国、ちょっと待ってね、今25秒残ってんじゃん。マップ、マップ切り替えだけでいける。理想の国よりこっちの方、どっちが早いかな。はい。はい。これね、なんか軸歪んでるみたいですね。とりあえず、この城から移動すると、なんかしないけどリセットされるんですよ。これね、本当に本当にプログラムの作り甘すぎないかなって思うんですけどはい。フィールドでもいいか。ありがとうございます。フィールド、私、知らなかった。はい、というよりは、私、結構な頻度でログインするのと、あとこっちね、こっちのパズルも毎日、やってるので、なんか、なんだかんだ、1分経つちょうどよくいつもやってるんで、ダッシュはやってないんですけど、そう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 、これも、ナベさん、昔は連打できた。そう、昔連打でいけましたよね。昔はここを連打してたらいけたのに、なんかしないけど、ほんとね、余計な変更を加えてきますよね。いつの日か連打でダメになっちゃって。このね、こっちの、おさわりの方は連打でいけるんで、こっちは連打いつもしてるんですけど。はい。理想の国よりフィールドの方が若干なんか軽い気がするから、フィールドが良さそうですね。ありがとうございます。一回リフレッシュすると時間保存とかどんな設計だ。いや、そう、なんか、多分、テンポラリーで持ってる時間のカウントのね、オブジェクトなくなっちゃうんですかね。ちょっと、なんか、ひどいなって思いますが。メルコックさん、パズルでもそうかな。なんかパズルでも起こりそうですね。私、挨拶終わらしちゃった。はい。ということで、皆さんね、このね、挨拶の1分で、止まるところにね、困ってる方は、フィールドに行ったり、理想の国行ったり、ちょっとパズルでできるかどうかはちょっと未確認なので、ちょっとお試しいただけたらと思います。ということで、はい。これは構造上のバグですね。はい。治ってないんで仕様だと思います。はい。そっか、そうだ。私の配信で言ったことなかったな。
はい、ありがとうございます。のんのさん、喜んでくださる方が多かったんで、非常に、素晴らしい情報でした。メルコックさん、パズルは無理でした。あ、パズルはダメでしたか。じゃあ、パズルのこの空間は、まあでも確かに、画面がね、切り替わってないから、ダメかもしれないですね。はい、この、もう王城から完全に別のね、別のマップに入れ替わるのが必要っぽいですね。はい。はい、ライフハックとして、ぜひね、ご活用いただけるといいと思います。あ、レベル30、レベル30なの私のか違うかも。まあいいや。はい、おすすめです。なんか、私なんか一回配信で喋った気がしたけど、よく考えたら喋ってない気もしてきた。はい。挨拶ね。毎日挨拶だるいけど、でも挨拶せざるを得ないじゃないですか。だって美人スキル強いんだもん。はい。もうぜひね、しっかり挨拶してください。数十秒別の作業で時間を潰せるという感じですね。そうですね。伴侶に挨拶する、なんか、モンスター見つける、レイドかける、戻ってきてまた挨拶する、みたいなね、とかできますよね。はい、そうこうしてる間に、私のお助けが超えてるやったぜ。もうどんどん研究しよう。もうバフが上がるのが楽しくてしょうがない。ただ、本当に、スピードアップがガンガンなくなってく。やばい。10分間スピードアップ、アホみたいになるからこいつ使おう。よし。あとは自然に待ちましょう。で、同盟カーニバルですね。同盟カーニバル、いつものやつが来てますということで、これね、期間で数決まってて、モンスター討伐から600、資源の最終から200ってなってますと。で、ちょうど今、バーブの期間なので、バーブとかをね、ワープして殴ってる人とかは、バーブ殴って、ついでに、入れてる最中に資源採取をね、していくと、もう資源の最終の方の200もね、結構、比較的簡単に達成するのかなというところで、私は、すでに、800、もう終わっちゃいました。ということで、引き換えストアで交換をもうし終わってます。で、みんな大好きラムネがあるので、皆さんね、ラムネ交換忘れないようにしましょうね。って言ってる間に、研究が終わったので、研究をしに行きます。そう、もう新しく研究増えた時はね、もう忙しくて、わーいわーい。明確にね、強くなるタイミングなんでね。よいしょよいしょ。ナベさん、研究で1万日解けました。1万日解けたやばい。ね、ナベさん、絶対あれですもんね。そもそものレベルが高いから、ちょっと、えぐい日数取られそうですよね。だって、私程度で24日とかだから、そう、多分桁が違いますよね、多分。計39とかかな。ね、240とかを、なんか100回やったら100回、240も50回で十分か。考えたくない。いや、そう、ほんとね、加速、今でこそあるけど、これもう絶対枯渇するから、あんま無駄遣いできないなとは思ってるんですよね。だから遺跡でね、報酬で、レア報酬でスピードアップあるときは、この24時間スピードアップを最近で選ぶようにしてます。今後のね、今後の、枯渇に備えて、どんどん建設とかもなんか要求日数がぶち壊れてきてるので、3830日とかね、10年後エボにやってんのかよっていう感じだからな。いやー、1万日解けたすげえな。怖いよ。ナメさん、38あたりからおかしくなりますよ。あ、そうなんですね。MA さんからいや、そう、先週の配信でもそう話したんですけど、なんか、K38、K39 あたりから、なんかリソースとかなんかこのスピードアップの、なんか枯渇が始まるっていうのを聞いていて、
だからそう、K37 で、しばらくね、しばらくゆったり、ゆったりというか、なるべくいろんなのを上げてから K38 乗り込もうかな、みたいなね、思ってるんですけど、いやー、またちょっと怖くなりました。あ、兵が戻ってきてる気がするから、まだ出せなかった。怖いよ。いや、でも、上げた時のやっぱ上がり幅がすごいから、バフを上げることには非常に意味があると思うので、上げたいんだけど。で、そう、同盟カーニバルの話に戻るんですけど、同盟カーニバルって、無課金にとっては800がマスト、800が、上限なんですよ。で、このね、800を達成した順からですね、早ければ早いほど順位が高まりますと。後から達成した人って後ろにこうやって繋がってくるんですよね。はい。ということで、序盤に800を達成しておくと、このランキングリワードが実はちょっと上がります。はい。21から50以内に入ると、レースの値がね、2個とかになってちょっとお得なので。で、少なくとも800と達成したら、大体このね、100以内に入れると思います。で、100以内に入るだけで8万ジェムもらえるんですよ。美味しいですよね。はい。みんな大好きラムネをゲットできるよっていうこともあるので、これね、しっかりこの同盟カーニバルのこの上質な鉄ヘルメットを集めていただきたいイベントですね。毎回私ね、早く達成できるように頑張ってるんですけど。ヒカさん、アグロペのランキングもそのシステムですね。そうなんですね。いや、私のサーバー、アグロペ、未だに未だに来てないんで、わからないんですけど、こういうシステムなんだ。じゃあ、初日、めちゃくちゃ頑張ろう。ところで、いつ来てくれるのかな。本当に、アグロペを待ち望んでいるんだけど先日と研究来てくれたけど、アグロペはまだ来てくれないな。はい。ということで、これね、ここの同盟カーニバルのこのランキングリワードの話を知らない人結構いるかなって。はい。うちの同盟でも知らない人結構いたんですけど、はい。これ、800さっさと達成するのがおすすめですので、ね、ぜひ、ガンガンこの鉄のヘルメットね、開けるのがいいと思います。まあ、とはいえね、3万2000、1日あたりのこの3万2000ポイント超えて、なんか交換するのはちょっとなんかさすがになってなってくるんで、はい。まあ、これをね、超えてなければもうなんか開けちゃうのがいいのかな、みたいに思います。はい。あの、きっと、課金税の方が調整してくれます。途中でね、ポンポン開けても大丈夫だと思います。はい。まあ、黄金の金のヘルメットっていうのはね、課金で手に入るんですけども、それだとね、このジャスティス側のね、やつが取れるようにはなってますということでね、金枝欲しいなと思いつつ、はい。ラムネだけで十分嬉しいですので、皆さんラムネは交換しましょう。はい。で、巨人の知恵のシーンでこれまた来ましたね。はい。これね、ステージ3が、緑1個のやつが出てくるの、もう全然出なくて全然緑見つけられなくて、ひどい目に遭いました。はい。ということで、これね、えっと、ステージ4は、パズル要素が強めになっていて、まあ、この2個とか4個のやつとかがね、入るところっていうのを計算すると、おのずとね、まあ、なんかこういうとことか、やっぱり、がね、引っかかってきますと、これもここでいいかな。これ4かな。はい。まあ、この空きのね、配置から、推測して開けていくのがいいのかなっていう感じです。はい、ゲット。ここで4確定なんで、2を、早く見つけられたら、1周終わるかな。はい、エボニーには珍しい、パズルゲームシステム。ステージ3だけね、ちょっとクソだなと思いますけど、ステージ4はね、楽しめると思いますので、はい、毎日モンスター討伐で10個、このね、巨人の杭はい、ゲットできますんで、
もう前読めてたのに忘れちゃったな。霧だった気がする。はい。霧ね、ゲットしていくのがいいと思います。これピッケルって霧なの？霧って、なんかアイスピックみたいなやつをイメージしてんだけど。はい。まあいいや。なんかこのね、アイテム、なんか、どれ出るかが非常にわかりづらいね、やつではあるんですけれども。はい。このゲームね、比較的面白いんで、はい。皆さんぜひやりましょう。冬月さん、知恵じゃなくて運ですよね。いや、そう、ステージさんは特に運なんですよ。なんか、全然緑出なくて困ったんだよな、これ。はい。はい。まあ、ステージ4は、知恵だと思うんで、はい。楽しんでプレイしてもらえるといいのかなと思います。私の次の計画はこの辺を殴るかな。意外にね、きっちり並んでたりするからね、これ難しいですよね。はい。で、あとは、埃まみれの帝国。あ、これ来ましたね。はい。これ、前回も来てたやつがまた来ましたということで、はい、毎日のね、クエスト、これも比較的簡単だと思います。装備を10回強化とかね、まあ、これがあるんで、青装備を10回毎日叩いてたんですけど、はい、これも、まあ、そんなに、特にね、レベルに関係なく達成できるものだと思いますと、私、そう、将軍だけまだ訓練してないんですけども、これ毎日クリアしてると、21までね、レベルがいきますので、結構ね、この帝国の秘宝からゲットすることができると思いますと。あ、あれそっか、鍵ここでだから、残念。訓練しないと弾けないや。はい、で、以前もね、ちょっとお話ししたんですけど、これ重要なので、このゲーム、この帝国の秘宝、このね、ページが一番大事ですと。先に何が当たるかがね、重要ですね。はい、みんな大好き、王権装備のかけらが手に入ります。まあ、かけらなので、あのかけらなので、これをね、30回やんなきゃいけないんですけれども、まあ、1個もらえるだけでもね、相当レアなので、非常に、優しいイベントになってますと。で、私は前回、なんか480とかで500にも達せなかったんだっけかな。はい。王権装備は無理でした。で、それもそのはずで、まあ、ルールを理解しても厳しいんですけど、ルールを前回理解してないところもあって、で、この真ん中のページが一番重要ですと。こっちはね、単純に毎日クエストをクリアして鍵を集めようぜっていうページなんでいいんですよ。で、ここのページが一番大事。で、今ね、ここの9つのマスのところに、なんか、ピカピカ光ってるのと、銀色と、なんか、普通の宝箱っていうね、3種類の宝箱今ちょうど見えてるんですけど、これがここのルールにある、レア宝箱、レジェンド宝箱、エピック宝箱、ピカピカしてんのがエピック宝箱。銀色がレジェンド宝箱。レア宝箱はもう無視です。引かなくていいです。はい。ということで、このピカピカの宝箱を見つけて、ピカピカの宝箱を引くゲームになってますというのが、このゲームの本質です。単純に、この抽選プールがね、全然違うんですよ。レア宝箱って、帝国コイン2とかなんですよね。こんなん、王権装備いつまでたっても当たらないので。で、レジェンド宝箱も、ほぼ帝国コイン6なんですよ。はい。もう、0.5% は基本的に出ないんで無視しましょう。はい。6%出たらラッキーって感じなんで。ってなってくると、もうおのずともうエピック宝箱だけ引きましょうねというゲームですと。で、それでも結局50%で帝国コインで、50%で関係ないアイテムなんですよね。もうここでもう2分の1なんです。もうこの下側が出た時のね、残念さたるや。はい。ということで、まず、このゲームの本質は、この9マスのところで金ピカの宝箱を出しましょうと。出なかったら、毎日ね、無料で3回更新できますと。っていうので、これしっかりね、更新をして、金ピカの宝箱を出します。金ピカが出たら引こうっていうゲームですね。で、もう、銀のやつとかも引かなくていいです。で、持ち越しできるんで、この鍵はね、最終日はね、持ち込みできますと。ただ、この無料更新は毎日ね、3回無料でついてくるし、かつ増えないんですよ。
マックス3しかストックできなくて、次の日になったらまた3になってるんですね。6には増えないので、毎日しっかり、金ピカの宝箱を、開ける、金ピカの宝箱出なかったら、もう終わっちゃったら更新する。で、更新の回数なくなって鍵が余ってるっていう時には、もう翌日に回しましょう。翌日になったらまた無料更新回数が増えてるので、無料更新回数で、この更新をね、行って、金ピカが出るまで待ち続ける。そんなゲームになってます。確実にそれをしないと、この王権装備にはたどり着けないですね。はい。レア宝箱で、0.3% を当てて帝国コイン100をゲットするとかをね、繰り返さないと無理です。はい。無理です。はい。そんなことより、このね、無料更新によって、このエピック宝箱 8.5% で出ることをかけるっていうね、ゲームになってるかなって感じがしますね。はい。で、多分この540が多分絶妙な、調整、その数字の調整になってるのかなっていう感じがしますね。500はゲットできても540は厳しいみたいなね、バランスの確率設定になってる気がします。はい。とはいえね、普通に、毎日やってお得な、イベントなので、しっかりやりましょうというのと、この回数によってね、実質的な天井が存在しますので、本当に王権装備が欲しいよっていう方、かけらなので、ちょっとあれなんですけど、そういう方はね、課金して、この辺のね、規定回数をやることで確実にね、ゲットしに行けるのでっていうのがあるのかなっていう感じはしますね。はい。っていうところで、私ね、このイベント結構好きです。はい。金色がね、出たら、嬉しいなっていうイベントになってますので、はい。これ残りね、今日入れて3日間しかないので、しっかり、やっていきましょう。そんなところかな。あとね、これね、いつもイベントのページで、私、月火のところにこのモナリザの絵のアイコンつけてるんですよ。これ私的には重要なイベントだと思っていて、ピックアップしていて、ここのね、内容、このルネサンス時代についてあんまり分かってないよっていうところのね、話があったので、ここでちょっと取り上げようと思うんですけども、ルネサンス時代っていうのは、月曜日と火曜日だけね、出てくるイベントなんですけど、月曜日と火曜日だけ、こっち、右どうでもいいです。左、この、宝蔵の巻の宝箱。これが落ちるんですよ。これ落ちるの月曜日と火曜日だけです。モンスターから落ちます。モンスターの討伐によって毎日最大52個の宝蔵の巻の宝箱が手に入りますっていうイベント。ルネサンス時代っていうのが毎週月曜日と火曜日だけこのイベント来ます。なので、1週間しっかり頑張るとね、104個、このモンスター討伐からゲットできますと。で、そうじゃない時には、活躍度からしかゲットできないんですよ、日々。どうだっけな ?110? 145か。145で、そう、毎日ね、5手に入るんですけど、こんなんじゃ全然集まらなくて、月曜日と火曜日はしっかりモンハンをしてゲットしていく必要がありますと。で、宝蔵の巻の宝箱のちょっと優しいところ、ルネサンス自体の優しいところは、これどんなボスモンスターからでも落ちます。ノーマルモンスター落ちないんですけど、これバイキングからも落ちるし、ヒドラからも落ちるので、単純に月火はいっぱいモンハン頑張ろうねで、頑張ろうねデイなんですよ。はい。で、この宝蔵の巻のね、宝箱、ね、これはまあ皆さんご存知の通り、こっちのね、美術品、こいつのね、要件として、必要な、この巻物をね、とりあえず集めないとレベルアップしようがないので、はい、この巻物ってすごい大事なんですけれども、かつ、大変なんですよ。美術品って種類が15個あるんで、で、この15個のうちランダムなんですよね。これね、宝蔵の巻の宝箱、詳細見ていただくとわかるんですけど、これ15個がそれぞれ均等割のパーセントになってて、6.67% になってますと。で、均等のパーセントになってますけど、なんだかんだ偏るじゃないですか。ね、欲しいのがなかなか出ないっていう、ね、あるあるなんですよ。だからもうね、この宝蔵の巻の宝箱は、もう集められるなら、もうたくさん集めたい。
ということで、月曜日と火曜日は皆さんね、しっかりモンハンをしましょうというところで、そう、アイコンを載せていました。はい。それ以外の場所でね、なかなかこれゲットする機会がないので、一応最近リワードの交換対象にもね、出たりはしているんですけれども、まあ、そうは言ってもね、どうせヒドラとかバイキングぶち殴ると思うので、月曜日と火曜日にいっぱいモンスターを討伐して、宝蔵の巻の宝箱を集めるっていうのが、おすすめでございますというところで。はい、これね、なかなか、なんというか、忘れがちというか、気づいてない方もいらっしゃるかもなということで、改めてちょっと紹介をしました。はい。ルネサンス時代、もう皆さんね、きっとスルーしてたと思います、これ。はい。本質は月曜日と火曜日だけ宝蔵の巻の宝箱手に入るんだぜっていう内容です。はい。で、クレイジーエッグはどうでもいい。ドワーフのラッキーアップル。ドワーフのラッキーアップルね、皆さん多分溜まってる人多いんじゃないのかなと思っていて、常設になってね、引かなくなるっていう遺跡と同じ問題起こってるかなと思いますと。で、私、試しに、これ、いろんなの、めちゃくちゃ貯めていろんなの引いてみたんですけど、やっぱこっち、一番左の1個のやつ、ラッキーアップルウェルス、これ全然ドワーフの美味しいパイ出ないですね。で、500C キスポもらえるかな、いいかもと思ってたんですけど、これ、なんか、500君主エキスポ45個もらったところで、大してエキスポにならなくて、だったら、しっかりドワーフの美味しいパイを狙いに行って、ドワーフのパイ右の方がね、やっぱね、落ちる確率が高い気がするんですよ。で、ドワーフのアイテムっていいじゃないですか、この魔女の贈り物か。魔女の贈り物の宝箱、中身充実してるんで、こっち狙いに行った方がやっぱいいかなっていう私、今特にね、ルーンストーン箱めちゃくちゃ欲しいので。はい。ってことで、やっぱドワーフは右割るのが安定な気がしてきましたね。なんか試しに、一時期、このウェルスを殴ってみたんですけど、アップルもね、アップルも、やっぱね、アップルジョイ、アップル祝福、やっぱ祝福の方が、ドワーフの美味しいパイがね、落ちる率が高い気がします。こう確率書いてないんですよね、これ。書いてないんですけど、私の体感だとやっぱ一番右がね、一番、アップルパイ落ちるかなと思いますんで、はい、アップルパイで魔女のアイテムもらう方が、利回りいいんじゃないかなって思ってる今日この頃です。あ、なんかそうこう話してる。もう12時になっちゃったやべえ。メロコックさん、どっちがコスパいいんだろうね。いや、もうほんとね、1回ずつ抽選できるものの、そんなことの比じゃないぐらい落ちないんですよね。てか、1で美味しいアップル、結局引けてない気がするんだよな。で、一系将軍エキスポってやった時、めちゃくちゃイライラするんで、いやー、同じ、同じ個数でやった時に祝福は出るけど、ウェルス出なかったんですよね。まあなんか、と言っても50ずつぐらいとかなんで、もっと試行回数を増やしたら変わるのかもしれないけれども、私、ウェルス、アップル引けてない気がするんだよな、これ。アップルパイ。はい。まあ、基本的にはね、欲しいものを狙うのがいいかなと思いますけど、右は10%ぐらいの確率の気がする。そう、私もそうなんだよな。10%ぐらいの確率な気がするんだよな。めっちゃ右出る気がするんだよな。はい。ということで、まあ、ちょっとね、書かれてない確率は、どうしようもわかりようがないので、なんとも言えないんですけれども、ウェルスを最近聞いてみたんですけど、ちょっとあんまり美味しくねえなって、なんか結論が出つつあります。まあね、めんどくさくて、カウントしてないんですけど、カウント、カウントしてるも何も結局ラッキーアップウェルスからワーフの美味しいパイ出てないなっていう感じがしてます。はい。ということで、イベント基本的に見てきた気がする。今週はね、ユミルが来ますよということで、はい。ユミルはね、最近出るようになった安全祝福
安全、なんだっけ、安全試験サプライズ宝箱かながね、最高なので、ゲットしましょうというところで、シャロンがね、この前、日曜日にラウンド1がありましたが、今回はラウンド2ですね、ありますということで、全部でラウンド4まであります。私はね、エリートリングなんで、4ラウンドで終了ですと。メジャーリーグの方、かつ、順位が上の方はね、その次の週もやれるんですけれども、はい、私はね、4回で終わりっていうのは確定していますという感じですかね。ナベさん、今まで何枚のパイを腐らせてきたことやら、腐らせて。ヒロさん、自分が試した感じだと、どのリンゴでもコイン30枚にパイ1個ぐらいだった気がします。そんなもんなのかな。気が悪かったのかな。50回で出なくても嫌だなって思っちゃったんだよな。まあ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 。確率がね、そう、同じぐらいだとしたら、確率が同じぐらいだとしたら、欲しいものをね、優先していただくのがいいと思うんですよね。そう、これ確率公表してほしいよな。なるほど。でもね、あの、なんか、大変な、大変な割になんか特にリターンがないので、確率を計算まで、カウントまではしないんですけど、はい、そんなところで。えーっと、シャロンの話、今週もシャロン日曜日なんでね、やりましょうと。今週、そう、ラウンド1は、その日本はね、祝日もあったからいいんですけど、ラウンド2以降は、皆さん、次の日ね、月曜日で平日ということで、ちょっと開催時間がね、ちょっとより重要になってきますね。5月13日とかね、余裕で月曜日なんで。はい。しかも、これ、今週、サーバー戦争じゃないですか。そう、サーバー戦争のね、終わる間際の6時、8時とかもねありますね。はい。ちょっとこれは、なかなか日程が大変ですが。はい。でもね、シャロンの、イベント、前からもうずっと言ってるんですけど、シャロンはもう本当になるべく参加した方がよくて、はい、もうね、ジュエリーネックレスがもらえます。もう、4位だとしてもジュエリーネックレスもらえます。はい。ジュエリーネックレス、貴重なアイテムだと思いますし、みんな大好き伴侶にね、ぜひ貢いであげてくださいということで。はい。負けてもね、1800稼げれば、ジェリーネックレス18も手に入るんですよ。はい。こんなにいいイベントない。ということで、なるべくね、参加できそうであれば、シャロンはね、参加いただくのがいいかなと思ってます。はい。ちなみに、カタラウヌムの戦い、これね、もう読みづらくて、英語版でね、立ち上げていただくとシャロンってなってるんでね、私もシャロンって呼ぶことにしました。はい。で、あ、そう、サーバー戦争の話をあんましてなかった。今週サーバー戦争です。今回の相手はね、1093プラス1005ということで、合併サーバーになっていました。で、まあ、当然ね、うちよりも、インシェのサーバーですので、まあまあまあ強いですよね。ナベさん、型なんとかの戦い。そう、私も型なんとかの戦いって前言ってたけど、いや、もうシャロンが言いやすいんで、シャロンが言いやすいんで。はい。今回のサーバー戦争の相手ね、やっぱ、あれなんですよね。これなんて読むんだろう。めっちゃホモって読めたけど、空目でホモがおると思っちゃった。はいはい。今回のね、サーバー戦争の相手はね、ちょっと、イニシエのサーバーなので、はい、うちよりも、一回ね、統合されてることもあって、40が多いし、41がいるんですよ。この41はね、もうダメ。K15、T15 の兵がいること確定してるんだもん。ね、当然のように空襲レベルが45、戦力も 26B ありますと。で、このパープルさんね、何が良くないって、これね、実績、回復した。実績見てもらうと、
前回のサーバー戦争で1位なんですよ。はい、実績記録見に行きましょう。1位なんですよ、圧倒的に。ね、もうガウガメラでこの人100位以内入ったことあるんだけど、やば。はい、ということで、この人ね、ガリガリの、ゴリゴリのガチ勢かつ、サーバーセンサーもアクトですっていうのがね、もうわかるんです。はい。もう余裕でね、名誉君主、はい、サーバー戦争1位36回やってますというところ、直近も上がって、なってますというところで、めちゃくちゃ強いの確定してるんですよ。で、K41 でしょ。もうなんか戦いたくねえなっていうね、まあ、この人ちゃんとぶっかましてたかな。とりあえずね、とりあえずぶっかましとこう。はい、もうこれね、せっかくバフが上がったから試したいなと思ってたんですけど、K40 ならいい、K40 ならいいんだけど、K41 はダメなんだよなって思っていて、はい、ちょっと今回はね、今回もちょっとおとなしくしてそうな雰囲気がすごくしてます。はい、おとなしくしなくて済むためには、このね、シシーの美人スキル、サーバー戦争のこの命の源のね、価値を高めたら、もう少しね、気軽に戦えるんですけど、あと、ドゥルシネアとかね。はい、なんですけど、私のこの程度の、バフで乗り込んで大丈夫かって絶対ダメだと思うんですよ。そう、この前のね、シャロンも、保存したやつがあったか。これね、K40 にボコられてるんで、一応一回ブロックしたんですよ。でもこの人、私に3連撃してきて3回で空になったんですけど、バフはね、ちょっとずつ上がってきましたね。今回のこれ研究前なので、研究したんでもっとバフ上がってるんで、今度は4回耐えれるようになりたいなって感じなんですけど、はい、騎兵、射撃、歩兵って殴ってきたかな。はい、3回で、カランさせられました。きついて。ポイスさん、ラウンド1敵同盟が強すぎました。うちが合計 2.2B なのに 40B 以上の同盟が2つもありました。すぐに全滅。ひどい。そう。シャロンのマッチングひどいですよね。なんか、X でもいろんな投稿を見たんですけど、アンバランスなマッチング多すぎて、なんか、調整してるんじゃないのこれっていう。わかんない。同盟単位では調整されてるのかもしれないけど、でも戦場に参加するメンバーのやつでやってんじゃないのかな。なんか不思議だよな。はい、なんか、何なんでしょうね。で、シャロンって、基本的にはね、4同盟戦でシャッフルなんですけど、近しい人が少ないと、なんか同じ同盟と当たったりするんですよ。だからもうあんまりひどかったら、タイミングを変えるしかないですよね、時間帯を。時間帯を変えたら、もうその同盟と当たらないっていう可能性が出てくるので、はい。ちょっとね、シャロンはね、えぐい、なんていうか、ちょうどいい同盟が4つも集まらないのかもしれないんですけど、なんかえぐい報告をよく聞く気がします。ナメさん、名誉原種の人数で大体わかる。そうなんですよ。その実績記録を見ると、あ、次のサーバー戦争は、そうだなっていうのがね、よくわかるので、そう、あそこチェックの指標なんですよね。で、K41 は私にはまだ早いかな、みたいな。1.3B じゃちょっと心もとないなって思ってます。カムイさん、前々回の SBS で K45 に3回流れただけでスコア 490M。恐ろしい数の T1 吹き飛び。恐ろしいです。いやー、そう。いや、K45 はダメですよ。むしろ K45 に3回殴られて耐えたんですか？すごいですね。K45 ってそれ T16 いたんですか？やばいな。いやー、K45 と、さすがにまだ出会ったことないですけど、こんなん、無理よ。無理よ。火力2万でしょ？
1万5000、1.5倍。ちょっと考えられないな。やばいっすね。K45 タイタっぽい感じ、素晴らしいと思います。私は、私はもう、そんな、もう恥でおとなしくしてそうな気がします。交易と回復の競争でなんとか全滅まで来ました。うわー、大変。お疲れ様です。いやなんか、その、相手サーバーにね、明らかにめちゃくちゃ強くて悪党の人がいるっていう時、なんかどうすればいいんだろうなってなりますよね。もう私もひたすらモンスター、相手サーバー5分間チャレンジでモンスター借りまくって帰るっていうのを繰り返すぐらいしかできないんだよな。もう少しね、防御に自信が出ると、まあまあ、そのためのね、研究なんで。はい、もうね、次はね、また、5月の31かな？ 5 月の31にまた次のね、資源還元来るんですよ。そのタイミングでね、そのタイミングではもうこの軍事研究所をレベル2にするので、またね、軍事研究所をレベル2にすることで、兵数自体を増やせるし、このね、防御系のバフをね、さらに高められるんで、ちょっとここでね、ワンランク上げたいなと思ってますということで。はい。まあ、やっとね、K37 に、なって、バフが高くなりそうですというね、報告になります。もう前回はね、空中の話しかできないかったんですけど、いや、こんな縦に伸ばすだけでもう30%ぐらいバフ増えますと。はい、もう嬉しくてしょうがない。31%かな。もうここだけで31%でしょ。でも、この辺のね、ところもね、レベル4つを上げられるはずなんで、3、4、12でしょ？ 40 でしょ？でもまだね、こっちの書とかもあるでしょ？うん。各防御 HP のバフが、50。この辺もあるから、100%ぐらい上がるんじゃないのかな。いや、ジャンプアップですね。はい。まあ、そんなところで、着実にね、バフを上げて強くなっていけそうですというところで、このね、新しい研究をしてバフを上げてるときがね、とても楽しいのでね、今、めちゃくちゃ楽しいタイミングです。はい、そんなところで。本当はね、サーバー戦争で、自分のね、力を試せたらいいなってところだったんですけど、まあ、そもそもね、まだ伸びしろがいくらなんでも、日曜日、土日までにはこのバフを全部上げ切ることはね、いろんな面から難しいのと、相手がね、クソ強すぎる雰囲気があるので、今回もちょっとスルーしそうな、最近サーバー戦争スルーしがちでね、残念なんですけど、元老院のね、代表元老を上げられてないんですよね。540M 取れてないんですけども。まあ、ちょっと頑張りたいな。本当は頑張りたいな。でも、まあ、今回はスルーしそうな気がしてます。状況を見てやっていこう。あ、そうだ。この役職レベルアップできるんだった。はい。ね、戦績の宝石、本当に嬉しい。そう、最近これをもらえる機会が増えたんでね。はい、ということで、レベルアップ。防衛時射撃兵と工場兵器の HP が、6%から8%に上げましたということで、次10になるとタイミング、またね、金枝取られちゃうんですけど、今度は射撃兵と工場兵器の HP がプラス4%ということで、これでね、常在バフになるので、いいですね。よしよし。はい、こんな感じで着実に強くなってますというところで、そろそろね、バフもだいぶいい感じに上がってきたので、兵を量産に入りたいなと思っています。はい。私のね、兵が、まあ、そもそもモンハンするのでね、騎兵だけ高いっていうのとかあるんですけど、この全体のね、兵数が全然足らないんですよ。騎兵はまあたくさん作る気はないものの、その他の兵種はまあ50万ずつだとか、で、工場兵器はね、2M ずつぐらいにはもうしたいなとは思っていて。で、あと、この T1 の騎兵も今1500ないぐらいなんですけど、これもそろそろね、1500?1 億5000ないぐらいなんですけど、2億にしたいなって思ってますということで、まあ、今回のね、タイミングで2億を目指していこうかなってちょっと思ってます。
私今建設をね、いっぱいやってるんで、確実にね、食料が余るんですよ。食料の消費が進まないんで、このやり方。建設だけやってるとね、なんか食料だけ残っちゃうんで、ここをね、木材がはみ出るのはもう飲み込んで、この食料足らない分をひたすら T1 歩兵を作って埋めていこうかなという感じがしてます。はい、そんなプランですかね。上月さん、元老院はスコア取って、なおかつ勝たないといけないのがしんどいですよ。そうなんですよ。なんか一回ポイント取れたとき、負けちゃったんですよね、サーバー戦争で。そう、サーバー戦争が勝たないといけないっていうのが結構辛くて。かつ、前回のサーバー戦争も計40にいて、しかもクソ暴れてたんで戦えなくて。今回のね、計41もバフしないかな。バフが、またなんか行かれてなければ、頑張ろうかなと思うんですけど。はい。そんなとこですかね。はい、といったところで、なんか、今回さっくりのつもりだったのに、なんか気づけばまた、12時を超えてしまっていて、失礼しました。まあ、いろいろ喋ってきたんですけれども、重要なところは、資源の消費還元が一番重要です。はい。エモリーでね、一番、育成がね、はかどるタイミングがこの資源のね、消費還元タイミングだと思いますということで、こちらのね、まあ、今回はね、連打なのできついかなと思いますが、しっかりね、取れる限りのところを取得して、次はもっとより消費して、強化できるようにっていうのをね、サイクルを回していけるのといいのかなと思いますというところで、今日の配信はこんなところで終わりにしようかなと思います。次回はきっとエンブレムがね、溜まってきたので、エンブレム整理配信をしようかなと思います。はい、エンブレムがね、1327に来ましたということで、もうちょっとでね、容量いっぱいになっちゃうんで、私のエンブレムが、レベルを上げていい、ね、3つ目、4つ目のエンブレムがつくかですね。騎兵かな、はい、はい、この辺ですね。はい、レベル15により新能力をアンロック。はい、このガチャをしていこうかなと思います。はい、ということで、また来週はね、予定通り火曜日に行う予定なので、ぜひ、また火曜日にお会いできたらと思います。ほい、そんなところで。吉部さん、遅くまでお疲れ様でした。メロコックさん、おつじゃる。カムイさん、おつじゃる様でした。田中さん、今日も良き配信ありがとうございます。おつじゃる様。ということで、皆さんコメントありがとうございます。いや、こちらこそ、皆さん遅くまでご覧いただきありがとうございました。今週も、皆さんからね、たくさんコメントいただいて、会話しながらやれて楽しかったです。ということで、また来週火曜日にエボニー配信やっていきますので、よかったらね、来週もご覧いただけたらと思います。それでは、また来週火曜日の配信お会いしましょう。よかったらチャンネル登録や高評価お願いします。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。おつじゃる様でした。おやすみなさい。